よし。今年もやっていきますか。ムテオさん、チャコさん、テオさん、シュウさん、綿貫さん、リュウナさん、のすけさん、こんばんは。周年配信をミラーしてみるのっていつからだろうな。4年目ぐらいからかな、やってんの。3周年見たっけな。4周年はみんなで見たの明確に覚えてるんだけど。三角の発表ね。で、5周年が、バイオでしたと。6周年なんだろうな。オリジナル JG さんこんばんは。ロアスさん、303、ナベベタヤカンさん、イワンノさんこんばんは。そう、1時間あるからちょっと DbD やるか。画面の間取りというかあれは一旦置いといて、後で枠は合わせよう。マリーさん、マーちゃんさん、ラムちゃん、ウームさん、北風レビさん、ミークさん、ケイさんこんばんは。フェイス教えてください。ざっくりしてるな、随分。あ、文面があれだった。ラジオの時から変わってなかった。マイク入ってますか？入ってない。入ってると思うんだけど。カオルさん、スカイさん、ナツさん、セワシさん、カムイさん。こんばんは。はめてずたん0勝で立ち回ってるんですが、うまくいかなくて。まあ、大概、パークじゃなくて、立ち回りの問題というか、あれだから、こればっかりはちょっと見ないとわかんない。あ、そうだ、個人のコーチング動画募集するのを忘れてた、昨日。6周年どうですか？どうですか？まだどうもなってないです。どうですかと問われると、まだどうもなってないです。今年はでも日本語字幕があるらしいですからね。ありがたやありがたやですよ。
毎年どんだけみんなで耳の穴かっぽじって慣れない英語単語の断片聞き取ってこれ何の話だよなとかああだこうだ言ったことか去年とかはね、でもコロナの関係もあって生配信じゃなくて録画放送というか、まあ公式が事前に録画してたものをその時間から流すっていう配信だったから、なんか配信終了直後に詳細のまとめくれたんだよな。今年も字幕があるってことはその形式かもな。リアルタイムでつけれないもんね、なかなか。多分事前録画しててそれを流す感じじゃないですかね。2時からですね。iPad の通知音がうるせえ。ってこよ。コーチングはどこからお願いするかですか。概要欄の真ん中ぐらいにコーチングこちらみたいなのがあります。ヒルタウンは。なるまいさん、クーネさん、デイヒさん、アイノさん、ユキさん、こんばんは。まあ近々動画コーチングは公開で募集するんで、まあ動画になってもよかったらそっちから応募いただいても大丈夫です。ギリギリ貞子プレステージ単周フルパーク間に合ってないかパーク移植まで間に合ってないしな。来るかね、強いキラー。本当ですか。折れてるなあれ。こっち来んの？怖いジャパニーズピーポー。コミマンだ。いやー当たるし。いたツッコミマンだ。バブチカついてる。
むっちゃ悪いんだけど何？俺ピン19だけどな、死ぬほどラグいぞ。ナゴハンさんすぐ戻るステッカー届けありがとうございます。お待ちしてます。から動画を送るのは録画して YouTube に限定公開で上げるかファイル便に上げて送ってもらうかなんで、まあ、ググった方が早いです。あ、死んだこれ。斧スーパー重たいね。おうおう試合終了です。トレモルさん500円ステッカーありがとうございます。調子どう？最悪です。最悪。1試合目から終わってる展開。最近絆つけてるのアーカイブ用です。僕はおとなしく死にます。不滅。神かよ。味方と発電機やりたいけど俺見つかっちゃダメだからな。最近デジャブ強いんじゃないかと思い始めました。悪いパークじゃないよ。そこでやってんのか。あれ終われてるあれ。いやザリーナじゃない、エロディが終われてる。セルフケアないのマジ。ライト行って死んだ。TS さんこんばんは。アリコさんこんばんは。そんな予感はしてた。多分俺が追われる以外離れる理由ないんじゃないか。
ああ、やってもったー。ここでスタバ来るか。これ釣り交換しても一緒なんだよな、俺リーチだから。ナイス救助。そうそう、ネアが言ってくれないとこれ俺が行く意味ないんだよ。これはナイス救助です。ライトマン待機してんな。バレとるしな。これは発電機も回りませんわ。トーテム全然壊れないな。中か。大体ここのトーテム壊れないときこの辺だよ。やっぱりライトマンやってんのにセルフケアもねえのか。時間の無駄オブ無駄。あー、これダメだ、追われてる。鋼持ってるだけマシか。クロちゃん追われてる？追われてはない。ライト待機はこんなもんどう頑張ったって通電するべって時がやる意味ないっす。それか絶対にその人を救わないと試合が終わっちゃうみたいな時。あ、死んだ。マジか。以外やる意味はほぼないわ。発電機やった方がいいっす。飛びしあるなこれ。どんだけ時間かけてもライト行くのバレたら終わりだし、発撃警戒されても終わりだし。あ、今見られたっぽいな。見れてない。まあライト救助一番決めやすいのは試合中に箱から拾ったライトだよね。
ライト持ってる人いるなーって思われてると基本決まらないから。これはアーカイブ終わったかな、こんだけ2人でやれたら。これ残りお願いして俺向こう行こう。終わりか。これね、多分ネアが終わり始めると間に合わないから、これでネアにゲート上げてもらって俺がタゲ取れればワンチャンあると思う。一人逃げはうまいねー。あ、でもついてこないんだ。この角度の当たらんか。逆ゲート開ける時間あるかな。あ、出た出た、ナイス。取られてた時にはもう終わったと思いましたが、まあ最後ハントレスがモレルを追ってくれた温情だな。これはアーカイブも終わった。珍しいアドオンつけてる。バブーシュかは最初のジャングルの投擲で分かった。さて、あと30分ぐらいだな。どうしようか。一戦やってもいいんだけど、なんかキラー。なんかやるか。もうちょっと時間あるし。あとあれだな、多分公式配信終わったら PTB が始まると思うので、ディスコードにいる方優先でいつものごとく募集しております。ハントレス当たったからハントレスやろう。
ミン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 。コーチングしたところを意識したら明らかに勝てるようになりました。素晴らしい。吸収が早いということですね。あとキツネが割と強いと最近気づいた。室内聞くとより良いっすよね。あずたさんこんばんは。リボンないんかい。めちゃくちゃケーキかリボンありそうな雰囲気を感じたんだけど、みんなで揃えてたし。水戸健さん、ナッチョさんこんばんは。しんじさんこんばんは。まあ一戦やったらちょうどいい時間じゃないかな、多分。ああ、終わった。ここはハントレスで引いちゃダメなマップです。お疲れ様でした。ありがとうございました。6周年配信後に期待しましょう。こっちに誰かいてほしい。頼む。全員向こうか。ここね、マジハントレス引いちゃダメなマップなんですよ。マジでジャングル一生追いつかないから。あ、マジか。というわけで真ん中のジャングル追いたくないな。不滅？地下大事にしよう。セットハード。
ケー。よし。あと4%。これ真ん中1回も追わずに済んだからラッキーやったね。もう一人どこやろこれ。こっち側で起こしてないってことはこういう側だと思うけど、まだもしかして地下に引きこもった？いない。どこ？あっちがあると思うんだけどな。放送2時からだよ。右！誰から見て右だよ。ハッチないんじゃが。お、ナイスハッチ。よくたどり着いた。どこにあったんだろう。もう一戦いけるな。いや、ギリギリだな。どうしよっかな。もう一戦ギリギリなんだけど。ナスにしよう。ライト2人。そういえばこの配信始まる前にさ、DbD のライブいろいろ見てたら、レミオロメンのドラムの神宮寺さんがナースやってて、すげえと思ってしばらく見てた。レミオロメンドンピシャ世代だから。3月9日、南風などなど。粉雪もか。
ジズーさんこんばんは。まあ、すげえとか言ってるけど、感覚バグってるよな。ひつぎさんもすげえ人だしな。いつも遊んでもらってるけど。住む世界違う人と遊んでもらってるから。ありがてえ。ああ6周年直前のマップは5周年のマップでした。ありがとうございました。ミスった。読み負けたか。おちゃんと見てるな。投函か。もう一歩先だった。もったいねー。2人いるな。ドワイトの飛び降りる声もした。スタート。さて、どうするんだい？あれ？
イエス間に合った。こいつ絶対当たったやろって叫んで昨日の俺だな。まさか勢力争い。あ、怖い。あれこの人担いだっけ一回。キャッチ下ろしか。おお、いいとこハッチある。ナイス。よし、もういいでしょ。今の2人同時に抜きに来るのがあったんですかね。そうだね。DbD は音消して、公式番組も始まってる。そう。デスリとデビキ。でもあれか、BPF の方は、あれだな、ミラー許可もらってないし、なんか、みんなの喋りがごっちゃになるから、公式の方をミラーしよう。あれか、始まったら全画面にすればいいか。始まったら全画面にしてサイズ合わせよう。公式のコメントにエクセキュートナーがコメントしてるな。楽しみ、コラボだといいな。いや、無理だろ。そんなこと言うなよ。こいつ人格2個あるな。このエクセキューションは人格2個ある。ナース何時間ぐらい使ってんすか？わかんないね。キラーごとの時間は。2000時間ぐらいじゃない？多分。PS4 と合わせて。2000は持ったかな ?1500 ぐらいか。キヨさん、ヨンさん、こんばんは。レミーさんもこんばんは。ヒロさん、こんばんは。そう、今年は日本語字幕が出るらしい。例年だと周年記念放送は去年はこんなことがありましたねって振り返って、
こっから1年間のロードマップを話して、こんなことする予定ですよみたいな。で、新チャプター発表があって、でなんかファンコミュニティの動画とか紹介したりして、じゃあ今から PTB やるからお前ら楽しんでくれよなっつってしまる。ロードマップってその通り進行してるんですか？わかんない。してるものもあるし、してないものもあるでしょ。リリーさんこんばんは。そうね、そろそろ新マップ欲しいよな。この1年間で出たマップカラスの巣だけか。まあラクーンは1年前だから、まあギリギリカウントするならばって感じだけど。この6はフックっぽくしてるのかな。フックっぽくしてるんじゃない？リークの話はコメントでしないでくれ。普通に犯罪だぞ、リークって。まあ、リーク情報を掘った本人じゃないだろうから、目についちゃうものは仕方ないけど、できるだけそういうのミュートしといた方がいいっすよ。情報漏洩だからな、社内の。それで、例えば大型コラボなくなりましたとかなったら、多分普通に損害賠償を払わされるみたいな、なんじゃないのって思うけどね。でリークしてる人はマジでやばいし、なんか界隈としても、ゲームやってる人だったらリーク情報ってやっちゃダメなことだよっていう認識をちゃんと持った方がいいよね。仮眠してきたけど普通にね、俺も1時間半ぐらいだけ寝た。まあ PTB がっつりやるので参加者募集です。BGM 切っとくか。待て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 。待て待て待て。なんかスマホ版になったんだけど。なんでや。こうか。
かもなんかあと30分とか書いてあった。なんだって。なんやてむっちゃプツプツだけど配信。しかも配信プツプツ。なんでこんなプツプツなん。治ったな。更新したけど。ガクガクだな仕方ない。みんなで甘いもんでも食おうぜ。食べりながら。いや、この30分の間でこのガクガクなんとかしてほしい。オープンレックさん頑張って。マジ忙しいと思うけど、今。マジで忙しいと思うけど、頑張ってくれ。このガクガクが治る待機時間だと思えば全然いいから。冷蔵庫漁ってくるわ。どうや、落ち着いてきた。いやー、プツプツだな。あ、そう、これ僕の配信がプツってんじゃなくて、オープンレックがプツってます。超低遅延オフにしてみるとか。オープンレック見る側でそんな設定あったっけ。YouTube か Twitch ミラーっていうのもあるんだけど、日本語訳ないからな。
こっちの音声切っといて、裏でツイッチ流しといて、ツイッチか YouTube の公式を流しといて、で、字幕だけここで見るってありだな。こうやって、音切って、こうやって、お、時間差が40秒ぐらいあるな。で、公式の音声を流しておいて、こっちをこのまま流すみたいな。で、ここで字幕を見るみたいな。どう？いやでも、そうすると、こっちが40秒ぐらい遅いから、合わせなきゃ。合わせなきゃ。ちょっと待って。俺の手元時計で合わせよう。合わせようと思ったら止まるんかい。あ、違う。だいぶロードされた。時差がなくなったぞ。ちょっと待って。時差がなくなったどころか、オプレの方が速くなった。どうなってんだこれ。オプレの方が速くなった。おい、今合わせようとしてんだよ俺が。これオープンネックでしょ。22分21分55秒だから、まあ、5秒差ぐらい、3秒差ぐらい。一応合わせよう。3、2、1。あ、ダメだ。公式 YouTube の方巻き戻し視聴できないやつだ。止めれねえわ。止めれねえ。止まるんじゃねえぞ。また10秒ぐらい差ができた。いや、ここに低遅延あるって言ってたけど、なくね？これ遅延じゃなくて画質だもんな。どっちも更新しよう。また20秒差に。頑張れオープンデック。ちょっと安定してきたかも。だとすると普通にこっちの音を流してでもいいんじゃないか。ダメかもしれない。さっきよりマシだな。でもさっきよりマシ。
音量調整して、あ、こんばんは。こんばんは。オープンレック20プツプツなんですけど、そう。オープンレックプツプツじゃない？あ、そう、オープンレックぶっつぶつ。やばいよね。これみんなもそうらしくて。いや、俺、裏で YouTube の公式の音を流しながらオープンレックの画像で字幕を見るっていう技をやろうかなと思ったんだけど、時に30秒ぐらいのズレがある。ダメだ、これでは。なんかまさかだんだんズレが広がって、ついに1分に。勘弁してくれ。これちょっと、カウントダウン終わって30分待たされるとは思わなかった。ねえ、去年もこんなんだっけ？覚えてねえや、もう。俺も覚えてない。ちょっと待って。タイトルにざわしさん入れとこう。よいしょ。ちょっと顔芸フリー素材送って、ディスコで。顔芸フリー素材して。配信画面に貼っとくから。あ、そういうこと。何その VTuber みたいなことしようとしてるのVTuber みたいなことやってる。ちょっと待って、あれだけ、ちょっと待ってくださいね。俺もそれしようと。どうぞ。俺も送った方がいい。それじゃないでしょ、フリー素材。何をしれっとアイコン送ろうとしてんの、あなた。皆さん、顔芸パイセンがなんかアイコンとかいうつまんないものを送ろうとしてますよ。いや、これは書いてくれた人に失礼だけど。いやいや、ちょっと待って、いいアイコンですが、そうじゃないんで求めているの。ちょっと待って。あれスーツの方でしょ？スーツの方。これか、俺が今配信で使っているのは、これです。お、ありがとうございます。ちょっとずるくない？ずるくないそれ。ちょっと待って。うちの配信の手元はちょっと俺が今から甘いもの食うからカメラ出します。セブンイレブンで買ってきました。イタリアンティラミスでございます。やばくないこれ350円するよ、これ1個。待って、見たい。高くねこれ。見ろ。徳永淳二シェフ監修。やばっ！高っ！あ、待って、わかった。こっから取ってくればいいんだ。こうだ。これでいい。なるほど。これ、背景10日じゃないよな。そうなんですよ。10日できなくて、こっちで。まあいいや。最近撮った写真。10日バージョンもらっといた方がいいんじゃない？なんか、便利さ的に。確かに。今から作っていいですか？どうにか。どうぞ。できるまでは10日じゃないバージョン貼っとくわ。あれ保存できてね。なんでだ。よいしょ。どれだっけな。違う。そうか、これこのままあれすると、ファイル名が、拡張子が違うのか。に入った。ダウンロード。できた。どうぞ。10日？ちょっと荒いかもだけど。
BGM 大きいかも。OK。こんな感じか。ああ、俺こういう時にあれ使おう。7さんからもらったなんか偽フォグの画像を使ってちょっと喧嘩売ろう。怒られそう。なぜだ、保存したはずなのに出てこない。顔芸アイコンがうちのフォルダに入ることを嫌がっている。よし。6周年なんかそこまで匂わせがなかったからコラボじゃない可能性も。去年の配信前ってどんな感じだったっけ？去年なんか匂わはせ情報出てたんだっけ？でも一応出てたっちゃ出てたのかな。ムービーがもうもろに出てたのとで4周年もでも4周年あれだったな。ちょっと分かりにくかったか。なんか4の形が三角の頭みたいな。あ、そうなの。それはなんかちょっとネタバレあったけど。うん。いや、俺でかっ。隣誰を連れてほしい？隣、うん、じゃあ鬼で。でかっ。できました。鬼よりでかいんだけど。やばいって。なんかまじまじと自分の顔を見るとすごい絶妙な顔してるな。絶妙な顔って何？なんか絶妙な、笑ってそうな笑ってなさそうなみたいな。よし。ティラミス食べよう。ほら、気づけばあと10分ですよ、みんな。いやーなんかねでも匂わせちょっとあったけど、うん。確かなんかなんだっけ、モバイルの方のなんかヘルプオンテッドみたいな感じで求人の写真、新聞の画像をバーンって上げてて、それがなんかファイブナイツアットフレディーズのその1夜目が始まる前の画像にすごい酷似してたんだけど、確かね、なんか開発かなんかがいやちげえよみたいな言ってたらしくて。じゃあちげえんじゃねえのかなあ。いやでもなあったらね、俺すごい嬉しいんだけど、ファイブナイツアットフレディーズはマジで期待してる。俺あれやったことないんだよな。神ゲーですよあれは。びっくりゲーだと認識しております。びっくりゲー、あれはびっくり。ジョージやショット&ブレイク、コーヒーオレを共に飲みます。一口飲んだけどこれいまいちだ。これいまいちかもしれん。チルアウトいいよ、チルアウト。テラミスの後だったから口の中があれなの。なんかもう甘になってそう。ブラック持ってこようか。これちょっと微妙だわ。持ってくるわ、ブラック。
ザワシさんの配信画面見てるけど、マジこれカオスなんだけど。ごめんなさいね、ほんとザワシさんのリスナーの皆さん。こんな画像がデカデカと。ちょっと待って、俺、73からもらったやつ、やっぱり消しとこう。なんか怒られそう、普通に。マジカオスなんだけど。なんかもうね、いや、俺の配信みたいになってるけど、扱いがね、あれなんよ。コラボした時の VTuber の扱いみたいになってるんよね。コラボした時の VTuber こんな扱いしねえぞ、俺。いやいやいや、違う違う違う。あれじゃん。コラボした時の VTuber ってさ、なんか、本人の配信は本人が動いて、なんか、突してる側は、静止画置いとくみたいな。なるほどね。そうそうそう。いや、最近ね、俺のこの画像フリー素材化してる気がするんだよね。違ったの？いや、違う違う違う。肖像権ありますよ。ちゃんと。マジで。うん。ないと思っていや、それこそね、商標登録しようかなと最近思ってるんで。ぜひやっといてください。使用料払いますわ。ほんと。年間10万。いや、でも、このアイコンもあれですからね。もうそろそろ、大会以外では見なくなると思うんで。うん。マッチングアプリの広告でこの顔見た？相当やばい。使われてんじゃん。使われてるね。完全にフリー素材だと思われてる。オープンレックプツプツ状態治ったのかな？あ、俺の方治ってる。あ、5秒差になってるし治ったっぽいな。ちょっとみんな BGM 止めて音量調整するから大きいちっちゃいあったら言ってくれ。ちょっと大きめにしとくわ。こんばんは。DbD の公式ツイートで昔キラーが発電機蹴れなかったのってマジですか？マジですね。俺が始めた時まだ蹴れなかったよ。俺も確か蹴れなかったはず。ギリギリ。始めた直後ぐらいに蹴れるようになって、なんか発電機蹴れるんだけどとか思ってた記憶がある。2枚板もあるわ。発電機蹴れないわで。僕の声を少し上げてほしい。こんなもんすか？どうすか？ちょっと下げるか。ちょっと下げて。こんなもんすか？マイク近づけたらいいのでは？発電機の交代手段ってあったんですけど、最初期はないよ。サバイバーが発電機全部寸止めしてキラーもてあそぶゲームだったから。コラプスとかもないからね。もうサバイバーがつけ切るまでキラーはひたすらもてあそばれる。魔境だったよね。魔境というか、地獄というか。音量いい感じです。ありがとうございます。キラーが有利だった時代、あそこぐらいじゃん。有利というか、すごいまともだった調整って、多分スピリット実装時あたりじゃない？あそこが一番まともだった。山岡凛来た時は楽しかったな、確かに。板もすごい少なくなったし。そもそも山岡凛がクソ強かったし。うん。俺の凛実装時の絶叫クリップどっかに残ってねえかな。なんか多分ツイッター漁ったらあるけど。
マジのホラーゲーだったから登場時。あ、数珠つけて。あ、だから今の山岡凛さ、はい。14範囲内フェーズウォークも風切り音するじゃん。うん。する仕様だよね。それしよう。うん。風鈴つけてる凛と当たって14範囲内無音だったんだけど、あれバグですか？えそれはバグな気がする。だよね。バグだよな。さすがに。なんか方向性わかんなくなるとかだったら風鈴の効果だけど、無音だった、完全に。無音やばいな。初見なのですが、最近1年ぶりにキラーをやろうかと思っています。おすすめなキラーとパークを教えてほしいです。1年ぶりか。俺だったら鬼をおすすめしたいけど、待って、俺自分の配信のコメント読んでんのか、ザワさんのコメント読んでるのか分かんなくなってきた。だんだん。俺の方だね、これ。鬼で、パークは、今だったら、ルイン、堕落、氾濫する憤怒、共鳴する苦痛ですね。武士最強時代はどうでしたか？もう楽勝だったね、正直。うん。一生破滅壊れないんだよ、マジ楽勝だった。マジで楽だった。公開マッチなんて負ける気しなかったもん。いや、でもなんか俺、あの仕様でもね、大体なんか2本目で抜かれてたんだよね。へえ。やっぱ日頃の行いでは。かもしれない。いやでも、呪いのトーテムでもさ、オーラ見えてたじゃん。から、うん。結構防衛はしやすかった、そもそも。うん。破滅超えのパーク出ますかね？出ないんじゃない？破滅をそろそろ俺どうにかしてほしい。なんかもう、つけなくてもいい環境にするか。なんか他のパークつけた方がいいよねってぐらい弱体化するか。発電機蹴った瞬間 10% 交代とか実装すればいらなくなると思うんだけどね。あー。10% は交代しすぎとしても 5% でもいいからさ。なんか、蹴った時のデフォルトの減少度合いが、なんか破滅よりちょっと弱いぐらいで。2秒かけて蹴る価値がないんだよ。うん。発電機蹴りに行くのとむっちゃ遅延行為だからね、自分で。歩いて行くまでがマジでね、時間かかるんですよね。そろそろ時間なんで、顔芸パイセンで引っ込んでもらいます。あ、はい。ありがとうございます。はい。いや、でかすぎ、マジで。さあ、どんなオープニングなんでしょうか。お、あと5秒。きたー。BGM 消そう。トレーラー集かな。おう。バイオのトレーラーちゃんと板倒して逃げてたんだな、今見た。ね。音が小さい。マッシュ、でかっ。始まる前の音がでかすぎた。All right, what I was trying to say before I got rudely interrupted is that Funko Pops are coming. This is super exciting for us. We've been waiting a long time to be able to announce this. So right now I'm going to give you a sneak peek of the 4 characters coming to Funko Pops. The Wraith, the Doctor, the Huntress,
and Claudette Morel. If you're like me, you're thrilled and you can't wait to get your hands on those. I can tell you, you'll be able to get those before the end of the year. Now that I've shared that and that I've... あ、確かにマッシュ老けたな。Let me officially welcome you to the Dead by Daylight 6th anniversary celebration. We've got an amazing show for you today. We have the whole team ready to share some of the exciting stuff coming. We've got a few surprises in store. We hope you're going to have a good time. Now, last year, our 5th anniversary was all about looking back at the 5 years before. It was a trip down memory lane, and I had a good time for one. Since then, we've hit 50 million players in Dead by Daylight. That's crazy. We announced a board game that was funded in under 1 million Kickstarter. That was an amazing job by our friends at Level 99. We've also consistently stayed within the 20 top games streamed on Twitch. All of that, and with our next chapter, we're going to now be at 59 characters in Dead by Daylight. But today, it's not about looking back. Today is about looking at the future. We couldn't be happier to have 50 million of you out there playing the game with us. And while there's still a ton of stuff to do, we want to focus on the things that are going to make their way into the game next year. In the past, we've used these anniversaries to share our dreams and to share our ambitions. And we dreamed big. It's our job to do so. Once in a while, these dreams ended up being bigger than what we were able to deliver. And we don't want to do that today. Today, our goal is to talk about what is actually going to happen within the next year and to give you precise timelines of when you can expect those changes. We're humbled by your passion and your support. Thank you so much for taking this trip with us through the last 6 years. And we have quite a lot more for you. Oh, and if you're watching this on Twitch or YouTube, you can actually play Director of Broadcast by voting in the chat and help us figure out which segments are going to come in what order. And speaking of which, here's a list of everything that we have in store for you today. はいはいはい。新チャプター4番目だな。まずはロードマップから。これはあれか。You know what? Let's try it right now. Which one of these would you prefer to have? Twitch と YouTube の投票カナダの方の。B, something ここあれだね。あそこ、サバケか。すごい、めちゃくちゃ凝ってるな。これ画面クリックとかできるのかな？できないか。59人って言ってたのは、今キラーサバ合わせて何人いるんだ？キラーが20何人だっけ？ 27か8じゃなかったっけ？ぐらい、6、7だったはず。サバ30ぐらいいそうだから、まあ今いるキャラの数か。27か。で、サバ32で59人か。10万 BP のコード配ってる。ね。後で告知されるの、こういうの。多分字幕が出てるところが事前録画だと思うんだよな。I'm Stefan Beauchamp, senior producer on the project, and I'm joined by Justin Brown, senior product manager on the project. In today's panel, we will have a look at the upcoming content for next year, so Dead by Daylight year, the planned chapters, as well as 見たことないね。この2人、あれ、今まで見たっけ？ However, this is a いや、いや、右はいたはず。 last year. 多分。 Talk a bit more about what we're particularly なんかマッシュとノットクイーンぐらいしか俺記憶にないんだけど。 For me, I'm always extremely impressed by the quality of our journal content. And はい、こんばん the は。 Murder chapter was another one that really left a mark on me. But that being said, Year 6 was an amazing year when it comes to licensed content, with the addition of Resident Evil, Hellraiser chapter, as well as Ringu.
three classic cult horror 今 icons. 年は確か into に our コラ game. ボが多かっ And たな。 it really warms my heart to Mm. see all of those different characters come together in the one and the same game. Is there anything you're particularly proud of that we did last year? Yeah, of course. The first thing that comes to mind is the updated onboarding and tutorial. Seeing that come out to such a positive reaction from Tutorial our も今年か。 community was really amazing, really rewarding for the team that worked so hard on those features. The next would be the 2 brand new maps we introduced last year. It had been a long time since we introduced new maps, and the team totally delivered on those maps, visually stunning. And that's not to mention the ああ、 unbelievable 雪だるまイベント quality ね。 on the よか Hattie った Core rework, which recently released. And last but not least, 顔芸パイセンの方が5秒ぐらい早いんだよな、見てる。 hilarious memes, マジで movies, じゃあちょっと反応5秒遅らせよう。 holiday season is unbelievably amazing and something I hope we can recreate again this year. Now I'd like to take this moment just to mention that when we develop our roadmap, we always aim at delivering the most quality as we possibly can for you, our players. However, as it is a live tool, we are constantly having to update it due to urgent issues or new opportunities that arise throughout the year. As such, there were a few features we mentioned during last year's anniversary stream that still have not made their way into the game. Fear not, we will be talking about most of those features later today. Now, when we talk about what's coming up in the next year, first, I'll tell you some of the things we know we can expect throughout this next year. There will be 4 new chapters, which means 4 new killers and their survivor counterparts, of course. In addition to that, there will be 4 tomes in the archives, diving deeper into our character's lore. And with the narrative direction around the Observer's Tower going in a new direction, we're all super excited to watch that unfold. What is this all about? We'll learn more over the coming year. It's really exciting. For some of you who have been with us over the past year, the 4 pillars will probably be known to you all. They're really things we have continuously worked upon over the last 6 years of the 4 game. つの柱の Our 話 4 は去 pillars 年もしてい composing the たな。 roadmap for this year are game health, quality of life updates, live design, as well as our events. You want to give us a bit more info about the Game health. Yeah, sure, I will. I would love to, Stefan. When we talk about game health, there are some aspects of game health that will always be ongoing priorities for us, such as security improvements and game performance optimizations. But this year, we're putting an added focus on matchmaking. We want to improve the matchmake wait times as much as we can, in addition to accounting for the various play styles we see throughout our community and rewarding them as such. When we talk about matchmaking, though, it's also very much a quality of life topic, which segues very well into our second pillar. It is an amazing segue, as if it was planned all along. You're a natural at that. Talking more about quality of life improvements and updates, you did talk about the roadmap and how we continuously shift things around and such. We use a lot of the feedback from the community to feed into that. And as such, CSAT surveys are a really important part for that, forums, social networks, etc., etc. When we did announce the Autobahn feature during last year's anniversary, it was met with a lot of mixed feelings from the community. And as such, we really held off a bit to make sure we were doing this in the best way possible. We know toxicity as well as cheating is something that has to continuously be looked at and addressed in the game to keep the game as safe as possible. And as such, Autobahn and improvements to those systems is an important part for us that we're going to keep looking at this year. But we want to ヒ make ー sure ト we 通 do 報 it ちゃんと in the 動画 best つけ way てして possible. るけどバンされてんのかな。 To dive a bit more into quality of life なんか updates, バロラント have みたい Justin に Nice and Orly Giraud 通報した talking a 対 bit 象 more を about that 対処し in ました panel って today. 通知来たらいいの I'm に。 really looking forward to. But for now, is there anything you want to share with us about life design? As a live game, constant iterations in our design and live balance updates are critical to keeping the game feeling fun, fresh, and exciting for our players. In addition to that, players' behaviors are constantly evolving, and we need to adapt to accommodate those new behaviors all the time. Matt Spriggins will be up shortly to talk more about the huge updates that we have coming and planned for this year in regarding live balance. And huge is not an understatement. Not in an that understatement case. at all. But one piece of news we're happy to break right now is that we're actively working on a major rework of the Raccoon City Police Department map that we released last year during the Resident Evil chapter. これ楽しみですね。 Expect to see that sometime バラン this スが悪す fall, ぎることに but 気づ we いてしまっ will た、もしか keep し you て。 updated as we near closer to the final 忠 release 実 date. に再現を Very する much と looking DBD forward に to 向いて playing ないって it. ことに気づいて It's しまった。 often been a difficult 再現度は map, すごいらしいけど for ね。 players, and we're really 困 looking 難なマッ forward プ to って言 see ってる how よ it ね。
actually be brought up to the standards that we have today, and I'm looking for it. With that said, I'll jump into the event, something that really is an important aspect of the game. It allows us to move the game in a direction that's a little bit farther off the beaten path, something that's not necessarily what you'd expect from Dead by Daylight, but do that as a time-based thing allows us to really do something completely crazy sometimes and such. This is really an opportunity for us to get communities together and to generate moments you're never going to forget. I always think back of that game you played of Dead by Daylight during that specific moment of the year. As we've always done over the last few years, we'll have 4 main moments in the year that we're going to celebrate through events, which are going to be our anniversary period coming up in a few weeks from now, the Halloween period, the winter period, as well as the Lunar New Year period. These 4 events are really going to be the main ones for the year. But our cornerstone events are going to be Halloween and anniversary since they're such big important. そうね、キラーがきついのってなんか On top of those, 能力とかじゃなくてほぼほぼマップのせいなのはある。such as a login bonuses, blood rush that you're all familiar with, and boosted rift fragments collection, so that there's a reason for everyone to come back to the game and be more excited about playing Dead by Daylight more often and be happy about the rewards they're getting through doing that. Really この looking 人の forward to T シャ this ツ欲しい year. な。It's really been an amazing one for us, and thank you so much, あ、 especially そう for だっ the け？ continued いいな、こ support れ。 throughout those ノ 6 ットフー seasons. ド。 Thank you, everyone. ノーフード。 Fans, I hope you're enjoying the 6th anniversary celebration of Dead by Daylight. やべえ、わか I'm んねえ。 Matthias Claesen, I'm the director of the Recreational Fear Lab, and I'm here to talk to you about why people enjoy horror. Now, it might seem weird that folks like us voluntarily seek out frightening entertainment, but it's actually very common and for good scientific reason. It is part of human nature to find pleasure in playing with fear. It's what kids do when they play hide and seek, and it's what we do when we play DbD. When you're playing as a survivor, you're reenacting an ancient evolutionary drama. You're trying to stay alive in a dangerous world by outrunning and outsmarting a bloodthirsty predator. Your whole body is in survival mode, heart racing to prepare you for fight or flight. You get that invigorating adrenaline kick, and あれだけ弱体化したデスリンガーがムービーでもいじめられてる。 feel-good neurotransmitters such as dopamine. Playing as a killer is different. You're immersing yourself in that same ancient scenario of predation. But now it's about catching your prey and the ecstasy of the hunt. It's that same adrenaline kick, but the reward is not the nerve-tingling relief of survival. It's the exhilarating delight of victory, the thrill of the kill. So when you play DbD, you're satisfying a primal desire for threat simulation, for playing with fear. But you're also satisfying another primal desire, namely the desire for story. Because DbD isn't just about the hunt. It's also about exploring the rich and constantly evolving narrative world of the game. Whether you're out for survival or blood, I wish you good luck on your No next food, journey no life. to the fog. ラブ。あ、犬のやつかわいい。カッツ&ドッグスコレクション。え、めっちゃ欲しい、これ。オフィシャルショップだって。え、買おうかな。また届くのめっちゃかかんのかな。The killer is coming. The The killer is generator is coming, almost but complete. Generator is almost complete. Hit the last skill check. 発電機終わりかけなんだけど、キラーが来ました。どうしますか？ C, let the killer grab you. D, blow up the generator.さっきの人の英語別に聞き取りづらいわけじゃなかったんだけど、なんか変に字幕に甘えてる分今年は急に来られると聞き取れねえわ。Hit that last skill check. 回しきれっつ。Hi there, I'm Matt, design director on Dead こ by の人去 Daylight. 年もいたな。 I work with Dave, the creative director, and the rest of the DbD game design team on everything from updating and balancing our existing content to the development of all our new chapters and game features.
I'm really happy to be back with you once more for this 6th anniversary broadcast. The upcoming year is going to be a really big one for Dead by Daylight, so I'm excited to share 3 key updates that our team of talented designers have been working on. An overhaul of our killer and survivor perks, a rework of our approach to prestige and progression, and finally, an update on the changes to the Memento Mori system. One of the main goals for the game design team is to explore new ways that we can keep the player experience in Dead by Daylight fresh and fun for both new players entering our universe and for our highly engaged expert players with hundreds or even thousands of hours in the game. In listening to our players and reviewing our own data, we've found that some of the most consistent feedback is that in our high-level matches, meta perks have essentially taken over, meaning that players are consistently seeing the same perk loadouts again and again for every killer and every survivor. Looking at our data, there's a clear gap between the most popular perks for each role. On the killer side, these are Corrupt Intervention, Scourge Hook Pain Resonance, Barbecue and Chili, Hex Ruin, and Pop Goes the Weasel. And for survivors, Dead Hard, Decisive Strike, Borrowed Time, Iron Will, and of course, with little motivation to explore different perk loadouts, this can naturally lead to a feeling of gameplay becoming stale. Therefore, in the coming months, we'll be releasing a major update that will rework and rebalance roughly 40 killer and survivor perks, including the ones that I've just mentioned. This is aimed at eliminating these clear, dominant perk trends and strategies that we've been seeing in the game for a while. There will also be some small baseline gameplay adjustments that we would like to share with you a little bit closer to the release date. So, we'll keep monitoring, keep reviewing, and keep adjusting our collection of perks in this way on a more regular basis to make sure that we avoid these meta perks becoming consistent trends for extended periods, whilst opening up the gateway for new undiscovered metas to emerge. With this upcoming focus on balance, we're also working on an update to make perks easier to acquire and encourage more exploration of new combinations in perk loadouts. In an upcoming patch, we'll be releasing a rework of Dead by Daylight's prestige system, aimed at reducing the grind in the game by giving players more direct, quick, and easy access to perks, something that will improve the quality of grind, not only for our long-term dedicated players, but especially new players looking to get into the game. Our current prestige system is optional, and it awards a bloodied version of the base cosmetic outfit, whilst resetting the perks, add-ons, and items in the character's inventory. This update will change how this works entirely. When this feature releases, prestiging a character for the first time will instantly unlock that character's Tier 1 personal perks on all other killers or survivors, making them immediately available in their loadouts. We know that our players are hoping that the RNG gods provide them with barbecue and chili in their early blood webs. However, with this feature, you simply prestige the cannibal to prestige level 1, 2, or 3 to unlock all of Leatherface's perks at the corresponding tier for every other killer. This will significantly reduce the grind and completely eliminate the random chance needed to acquire specific teachable perks through the blood web system. Of course, it's worth mentioning the prestige level won't be capped at just 3, so you'll be able to show your dedication to a particular character by raising them well beyond that. Additionally, the act of prestiging will not remove their perks, items, or add-ons. So it's no longer an associated reset of the character. For those who haven't yet prestiged their characters, we're also working on a fair way to still reward players for their time investment and dedication once this update takes effect. Fans can expect both the prestige and perk updates to drop around the same time during a major release this summer. Finally, I would like to close things out with some news on the Mori updates that we shared last year. While it's still coming, we have slightly adjusted our approach to the system based on research, feedback, and prototyping iteration. We've arrived at something that feels more straightforward
yet still accomplishes the same goals that we set out with. The change to the system will still remove the Mori ability from offerings, focusing instead on rewarding efficient killer play, but will be incorporating the Mori animation as more of a natural ending to the match. This is something that we're currently calling the finisher Mori. When a killer downs the last survivor standing, rather than drawing things out and having them pick up and hook the survivor, we'll instead transition immediately and automatically to the killer's Mori animation, allowing them to close things out in style, and in a way that you would expect from an unstoppable killing machine. There's also a few other additional changes coming with this system that we're not quite ready to share yet. But we're hoping to release the new Mori system as part of our Halloween update this year, so look out for that. While we couldn't cover all of the details of these updates in the span of one segment, anyone looking for more information can head over to our website, deadbydaylight.com, following the broadcast. Thank you as always for the support. We can't wait to get these updates into your hands as soon as possible to see your amazing reactions. Thanks again, and see you in the fall. 最後の一人なら大丈夫か。Hi everybody, and welcome back to McMillan Estate for Dead by Daylight's 6th anniversary. I'm Justin, one of the senior product managers on the game. And I'm Aurélie, producer on Dead by Daylight. And what a cool set we're on today. I think it's pretty cool. I mean, I heard there's some traps around, but we'll be a little careful. Yeah, we'll try. So last year, Aurélie and I were here with all of you just to talk about the pillars for the year. But I think some other guys on the team have that covered. So this year, we're here to talk about the quality of life updates that are coming to the game for Year 7. And now, while it's always our goal to give you the most accurate picture of what's coming and when, the reality is that deadlines can shift as well as priorities. And we live in a pretty weird world these days, so there's a lot of external factors as well. So, I mean, that all being said, we are going to work to have the most open dialogue with our players. So if something changes, you can bet us, other members on the team, we are going to be communicating and let you know if something shifts, changes, removes, added, really at all. We're going to make sure that you guys know about it. That being said, PTB を開いた人。 Yes, that's really cool because today when you will open the PTB, the first thing that you will notice is this new vertical layout that we have. The idea behind this is we're running out of space with the current one, and we wanted to add more clarity and also make some information way more visible to players. Like for example, some text in some languages, they will have more space, but also when we have an event or something happening in the game, now you will be able to see right away when you enter in the game what is happening and how long it will take. You won't have to go through different screens, navigate through the game to get access to this information. And so I think if I can kind of nail down something cool for everybody is that I don't have to go into the archives to see how long is left in the rift. Correct, you will have the exact timer how long it will take until the end of the rift. And that's part of what will make just the navigation easier and the information easier to find in Dead by Daylight. Another feature that will be also available today for the PTB, and I think that one will be really appreciated. I think so. I think this one is one of those that players have been asking for quite some time. That's true. So that's the preset loadout. In the loadout screen now you will be able to have different saves, up to 3 for the moment, for your offering, perks, add-on, items. So you will be able to adapt your playstyle according to what you want to play. Exactly. So I mean, if you guys want to create one loadout for goofy perks, one for playing by yourself, one for playing as a team, you just change those with the press of a button. No longer are you looking through, this whole inventory of perks that we have. Correct. It will be your choice to decide between hardcore and casual games. Something else, you'll be also able to save loadouts for your cosmetics. So if you have different style and you're always wondering which one to use, well, now it will be extremely useful, easy for you to switch between them. And for both the menu and the preset loadout, we really think that the two features, they will bring more comfort and ease for the player. And we are really looking into feedback. So please, when you grab the PTB today,
share your feedback about this two improvement. This will help you to create the best quality of life improvement in the future as well for you. But that's for today. So what is happening for the next upcoming releases? Right, so for that, we've got some 日本公式フライングしながらパッチノート公開しようとしてるけど。 One of the main ones that we actually announced last year, if you remember, I think we were both there, was matchmaking incentives. So, matchmaking bonus. When players are matchmaking, we try to establish a good ratio of 4 survivors to 1 killer. And whether or not this ratio is like, imbalanced one way or another, depends on your server, depends on your time of day. So, what we're doing is we are providing players with blood points to play as the role that is most needed on their server at that time of day when they're online, which I think is going to be pretty useful for our players. Correct. And with the new layout that we just mentioned, like it will be really easy for the player to see in front, like on which queue they. なんかみんなキラーを増やせばキラーを増やせばってすごい単純に言ってるけど、国と地域によって全然比率が違うからな。We're giving you マ so ジで many ア more ジア options. 圏ぐらいで I think こんなに it's サ gonna バ be イ a バー great 長いの。 experience once this is introduced. アジア圏そうってことは一律でキラーだけ強化しまくる While you're in this と matchmaking, 海外が trying to キ get ラー that 待ち時間めっちゃ長く we なるみたいなことに are なるからね。 doing what we're そうそう calling a そう。 game flow refactor. こういうなん Very か変動で techy 調整してくれるのはあり name, がた I いね。 know, but if we break it down, it's really giving you guys the opportunity to navigate around the game while you're waiting in the queue. So when you're waiting in 俺 matchmaking, 懸念してるのが、いやこれ悪いことじゃないんだけど what have you, 別に。 you'll now be able to browse the あっ store, ち check 待 out 機 some 中 really にい cool ろいろできる outfits, のはいいな。 some other areas of game, and even これは check 超 out 欲し some かった。 archives. So if you want キ to ラーや change らない your 人本当 challenges にやらないか or ら、 some lore while you're waiting, that's all up to you. そこをど Yeah, う and I 動かすか really だよ love な。 this feature because it feels like not a big change, but actually it will just bring so much comfort and remove so much frustration that I really like the fact that the navigation will be easy and you won't have any, it will be more comfortable for you to Exactly. navigate. And so now we're already making it more accessible to get to the archives for players by doing this, by putting the timer for the Rift on the main menu, but we're also doing some more updates to the archives coming later this year. So 2 of the main changes that I think players will appreciate right off the bat is now you can have 1 survivor active challenge and a killer active challenge. So no switching back and forth or anything crazy like this. No starting a killer match while having a survivor challenge equipped and feeling like you've wasted time. 11冊目にし Actually, て it will つい be に。 super cool because with the matchmaking incentive you just mentioned before, well, if you see that the survivor queue is better for the moment, and you have a killer challenge on, you won't have to go back to the archive, switch the challenge just because you want to go to the survivor queue and lose time. But So you could queue, and then you could change it, because now we let you. And so what would happen is, as you find a match, we'll give you a notification full screen that you finish whatever you're doing, and then bring you into the match. So I think that's going to be a very fun experience for players. But getting ahead of ourselves, one of our other big features that we're updating in the archives is your ability to view a full outfit within the Rift. ね、なんか I ス think モ we ーク both が。 visited the Rift page quite a bit now that it's been out for a while. So now if a player selects a piece of a cosmetic from an outfit in that Rift, there's going to be an available button to click to view the full outfit as a preview. So if you're not keeping up to date with our amazing marketing trailers that are showing off all of these cool renders, you can view it from directly in the game. And then go watch the marketing trailer after, because they do a lot of work on these and they're very cool. Well, we're obviously trying to get a lot of these changes out for this fall in one of our upcoming archives releases, alongside some other yet-to-be unannounced archive stuff. みんな誰だキリオファ炊いたのって言ってるのに一人だけカジって言ってるの面白い。 So we're trying to put something ちょ really っと special. マジで切れ濃くなってないこれ。 But we've got another これ big やりす feature ぎ in で the しょ。 works, and I think yeah. I'll let you spill the beans on this one. yes, and this one I think our player, you are going to love it. So we have decided. Do you remember last year when we talked about bots? Not at all. I'm sure you do. Yeah. I'm sure you will do. So ついにボ when we ット talk 実 about 装。 bots, actually this year, by the end of the year, we really want to introduce bots in custom match. 今年中 So だ the から idea here 半 is 年以内かな。 we want to give the player, like if you're missing a friend in a group, if you don't have any friends at all, or if you やっ just とできるようになるのか。あーやっとか。マジか。超素晴らしい。 well, you will be able to やっとだ。 do that in a custom match and just
fill out the matches with bots. So that will be extremely simpler for you to play. And we feel like for some player it could be intimidating to play a new killer or to just learn a new one. And this will actually be a safe environment for them to try and remove the pressure that you can have sometime when you're in a real match. For sure. And I mean, it's not just learning a new killer that can be stressful sometimes, but new maps as well, because the layouts can be entirely different. There's some new loops that you need to learn. これは本当に新規キラー増える要因だからめちゃめちゃいいと思う。Use an old killer, use old survivors as bots, and just try out whatever map you want. Yeah, you're absolutely correct. And this feature is probably the longest one for timeline, and we're targeting this winter for this one to be out. And we can't wait. I'm super excited for this one. I am too. I'm a bad killer, so I'm looking forward to it. And I think you still have 2 features that you would like to talk about this today? I do. So these ones are a bit smaller, but I think our players and streamers will also be interested on both of these. So the first one I'll discuss is what we're calling streamer mode or anonymous mode. Still undecided, still in development, so the name may change. But the basic premise of this is to make sure that all of our players feel safe as they're playing the game. So that we're obscuring your name or the name of your friends as they're playing, so that no toxic players or ne'er-do-wells inside or outside the game can find it and target you in some way. And for the security, that's a huge plus as well. Absolutely. So we just want our players to feel safe as they're playing our game, and we hope that this is a great tool to actually let them do it. Now, the other feature is, I guess, all about the survivors not feeling so safe, which is our updated wiggle system. So if you've been paying attention to Dead by Daylight, I know we have, talking to you, for the past few months, we've been testing out our updated system under our beta tab, so players were able to opt in and try it out. So whereas previously the wiggle system was mashing 2 buttons back and forth, keyboard controller, whatever you chose, now it's instead a skill check. So during the beta, we were all listening to a lot of our player feedback, so our design team has really taken that into account. And with those changes, we're going to make it a permanent feature in the future. And on behalf of the team, really thank you for using the beta tab. It was really, really useful for us to collect all this information. We just want to make sure that all the changes that we introduce in the game are the correct ones. Yeah, I mean, I know we all love the PTB, being able to try out new content, but this let us really bring in all of our console players who I've been asking for a way, and all of their input, especially given that it was very controller heavy, is really appreciated. And sometimes we just need more time. ガチャガチャもがきは最低限のスピードでゆっくり回せばいいということを知らない人がやっぱ多いから、必死でグリグリやってスティックぶっ壊れる人多かったから。So head on over to our website at deadbydaylight.com to read a bit more after the segment. And we really hope you're excited about all the features that we announced today. I know we are, and we expect that you will enjoy this anniversary with us. And we hope you a very good Dead by Daylight experience here. 発言下ろした時のもがきゲージ現象なくなったのだけちょっと戻してほしいな。ね。なんだこれ。And to me, Dead by Daylight is more than just a game. ホグ紹介のコーナーじゃない。I'm heading to a 毎年あるじゃん。to work with professional tag athletes. I want to learn how I can apply 日本のホグとかも出んのかな。Do you ever just like 去年 K2 さんコメントしなかったっけ？ああ、してた。DFC やってますみたいな。急に鬼ごっこ始めたけど、これあるよね、こういう競技。あるあるある。あ、地図できたな。So, in chase tag, are you using vaulting? Because in DbD, when I'm being chased, vaulting is a pretty powerful evasion tool. Yeah, vaulting gives you a very easy way of getting an obstacle in between you or whoever's chasing you. So, 今のすごい。 what about slow vaults? What? 鬼ごっこもそうだけど、パルクールがすごい。マジかっこいいな。To see my full training adventure, head to the Dead by Daylight YouTube page later this week.
公式パーカーかっこいいな。白黒ハントレスめっちゃかっこよくない？写真ベタ貼りプリントじゃなくて。ああ、これね。こっちの方が全然いいじゃん。これいいね。腕がちょっと気になるけど。てかなんか右下日本語書いてない？ペアレンタルアドバイザリー。なんたらな内容って書いてある。The killer is in pursuit. What do you do? A. Drop the pallet. B. Use dead hard. C. Loop forever. ループフォーエバーマジおもろいんだけど。Or D. Crouch furiously. しかも、ループフォーエバー選んでる人が一番多いしな。こういうことよ、ほんと。海外のね、サバイバーの皆さん、本当に。いや、楽しんでるな。ループフォーエバー。限界チェイス。デッドバイデイライトってプリントされてるパーカーありましたよね。蛍光緑デッドバイデイライトクソ出すパーカー持ってるよ、ちゃんと俺。ああいう方面のダサさは俺好き。お、なんかアジア人っぽい人が。Hello everyone. I'm Ashley, the Dead associate by Daylight. producer on Dead by Daylight. I'm joined by Xavier, our director, and also 公式でもあるじゃん、カタカナデッドバイデイライトパーカー。A big part of what makes Dead by ー。 Daylight も来てるぞ、超いいなこ are れ。 the character. And telling the stories is one of the best part of our job. While a lot of storytelling is happened through lore, there's also a way for us to tell the story through art and いや、俺も好きで。Today we want to share with you a bit about the process of ひらがなも欲しいわ。 the collection that inspire us. We want to break some news about new announcement of a brand new collection we've been anxious to share with you guys for a while. Yes, thank you, Josh. Well, let's take a moment to talk about like what's behind the several outfits and collection we provide to players during the year. So, artistically, the approach is different when we work on our own content and when we do our own, we often look this as a way to put our own spin to icons and events everybody's familiar with. A great example is the Halo Blight collection. It's really our take on Halloween. You know, rather than creating cosmetics around traditional vampires, witches, werewolves, we decided to do something more unique, to tell a unique story, and we have like our killers. We made them more horrific due to a substance linked to the entity. The result, I think, is unexpected, more original. The lore and art direction have been reinforced at the same time, and we get to celebrate Halloween in a way that's very true to Dead by Daylight. So on my side, the product goal is to create collections like this for all seasons. These collections would be something that we could return to and add to every year, but on our own terms, in a way that's creative for Xavier, but also not feeling like too generic or too easy. Maybe Joash, you could share with us the different steps on the production to create these visuals. Sure thing. So as you know, Rose got a good idea of what the type of collection that she wants. So afterward, I think the first step is to talk to the narrative team. The idea behind it is to make sure that we have a good idea and make sure also like it's kind of related to the character. So the cosmetic that we want is related to the character, the story background, and the lore. Afterward, we need to talk to the concept artist. They're the one who's going to put on paper pretty much with the art director and the concept art to put on paper pretty much the idea that we want as cosmetics. So also this is the time for us to put in detail what we want. So meaning like the accessories, the detail, and the type of material that we want. Once we're done, the character team can use those concepts to start their modeling phase. So pretty much to have the 3D
the 3D model ready. So in the case of the Fire Moon Festival, we created this in tribute to the Mid-Autumn Festival that is celebrated in so many Asian countries. And it is our own DBD-specific event that boasts like concerts and celebrations that are surrounding the full Fire Moon. And it's a celebration of life and also a reflection upon death. So another part of creating this event ourselves was to be able to include a wider variety of characters into the collection. So, for example, those that didn't have an Asian heritage. We should talk also about licenses because today, right now, we have something really important to share with the fans. Right, Rose? Yeah, indeed. So another interesting part of working on these collections is being able to work with existing licenses as well. So we're able to introduce new stories and other brands that we love also into the world of Dead by Daylight. Speaking of which, anime and mangas are widely requested from our fans around the world. And we're really excited to be able to announce today a new collection that's right around the corner, one that marks DBD's first major crossover with an anime title. So without further ado, パイセン5秒早いってマジ Many of us on Dead by Daylight team are big fan of anime, especially Attack on Titan. でも今言ってた感じだと別にあれだよね、チャプターとしてくるんじゃなくて衣装の話をしてるっぽいよ。多分衣装の話だと思う。ね、これ PSO2 ですかもしかしてこれ。We thrilled to be including 10 different outfits for both survivor and killers. って言ったけど俺進撃見たことないけどね。マジで進撃の巨人は絶対見た方がいいよ。マジで1話しか見たことない俺。神アニメ。神漫画だし。Because you know walking on Attack on Titan was ってことはデビキンの無垢の巨人スキンとか出るってこと？ First we had to assimilate like the iconic aspect of the 2D art direction from the show and adapt it onto making sure like the characters remain themselves even if applied on DbD characters. And because they are not legendary outfits, the goal was not to reskin them and transform them into something way too different from our more realistic art direction. So we then came with bigger eyes, etc. We felt it more like, okay, we could create like great cosplay of this character. Our mindset was more what if our DbD characters were part of the Attack on Titan universe, and from who are they closer in their personalities and appearance. So it was really important for us to select some of our favorite characters from Attack on Titan, and so we could focus on some aspect of each to match our DbD personalities. We have Eren, one of the heroes of the show, and we have Dwight. Dwight, in a sense, is one of our heroes. Here since years, and we kept the details of Dwight, like having the iconic glasses, the messy hair, and even with the equipment of Attack on Titan, we made sure like the equipment isn't straight, and we have like nothing's perfect. We have NG. For her, it was easier because we have Zarina also, and it was a perfect match. ハンジとザリーナ似てるか？まあでも似てるわ。こうやると似てるな。And with Zarina, like they are both very inquisitive and investigators that worked well. To keep the details of Zarina herself, we gave her eye patch, but not the glasses because she doesn't wear glasses. The Armor Titan. Is there, you know, we have it as an ultra rare cosmetic for the Oni. Yeah. And not only was a good match because we apply this skin, one of our largest killer of the game, but also we were able to use his crystal form for the rage mode. And while the base of the crystal are blue in the show, we tinged them with a red VFX to represent the traditional Oni blood rage for the game. That's it for us. We hope you enjoyed the behind the look scene and also our new collection that we just showed you. Of course, we're going to keep an eye for more Attack on Titan news. Thank you. 心臓を捧げよう。でも面白いじゃん。あ、
これ新チャプタームービーじゃん。だよね。家が悪魔の生贄にしか見えないんだけど。天井逆なんだわ。これ誰これ。オリジナルキャラか。使用感。 Hi everyone, I'm Dave Richard, Creative Director on Dead by Daylight, and I am super glad to be here today to share the newest content for our latest chapter, and of course to celebrate the 6th anniversary of Dead by Daylight. The tradition is to tell you all the content that's going to be in the chapter, and this time we're quite excited. We're changing the recipe a little bit, and we're doing an original chapter. So this new chapter is called Roots of Dread, and it's a full chapter. It contains a new survivor, a new killer, and a new map within a new realm of the entity. That's quite exciting. So the story for the chapter revolves around a town, a perfect town. Well, a town that seems to be perfect. But of course, the residents are hiding something terrible. They're hiding secrets and a darkness. And when that darkness starts to bubble up to the surface, it creates our newest killer, the Dredge. So let's talk about it a little bit. So the Dredge is inspired by the Boogeyman, a story that is global and is known around many cultures. It's a domestic it's a monster that is really close to us, that is in a familiar environment, inside our house, under our bed, in our wardrobes. And that's the type of creature we wanted to feature and create. So it is the physical representation of the darkness of the whole town, of their secrets. And it is a weird and strange creature, a monster. It has an impossible biology, featuring various limbs, heads, different parts. It is emotionless, and it's impossible to plead for your life when in front of this creature. We wanted to make sure to create a visceral scare when facing this creature. It's a bit like when you're having a nightmare. You know it was super scary when you wake up, but you can't exactly put your finger on what it was that you've seen. The visual design of the Dredge is quite unique. It's a first for Dead by Daylight killers. It's a monster, recreated by different limbs, different heads, claws, pincers, tentacles, and we wanted to make sure that you, the player, would be able to customize as you wanted this monster. What's really cool as well for the cosmetic is that we are able to explore themes that are organic, but also constructs, like this amazing cosmetic that features dolls. All right, now let's move on to the power of the Dredge. So when playing the Dredge, we wanted you to feel like you're the embodiment of darkness, of fear itself. We wanted to recreate that feeling of a monster that's really close to us, that lives in your house. And so there are two phases to the power. The first phase is the ability to use lockers to teleport from and to. So of course this is great for map movement. You'll be able to travel the map really quickly. It's also great to surprise survivors that are nearby lockers, and even survivors that are hiding inside the lockers. The second phase of the power is called Night Cycle, and this is where it gets really interesting. So based on action the Dredge will make and some passive abilities, the Night Cycle will build on the survivor. When it is finally completed, Night Cycle will trigger, and a darkness will engulf the survivor. This darkness makes it very difficult to navigate, especially in chases. And the only thing the survivor can see in the distance will be the Dredge itself. So that's really creepy, and will for sure make the survivor make mistakes. Of course, the Dredge comes with 3 unique perks
We won't go into the details of these perks today, but I can say that they are themed around chaos, secrets, and corruption. Okay, now let's move on to our newest survivor. She's called Hattie Core, and you might know her from some archive entries that appeared in the past. She appeared 3 times in the archive, actually. So Hattie has a dual heritage. She is born in northern India, but was raised by her adoptive family in Quebec. And so this will be an interesting background to explore through her different cosmetic and also through future archive entries. Hattie has a very unique ability to see bleeds. These are areas of the world where the entity's influence intersect with our world. And so Hattie had her share of paranormal adventures and encounters with dreadful beasts from the entity's world, strange creature. And actually we can see on her body all sort of scratch and marks from these encounters. Of course, Hattie will come with 3 unique perks added to the roster of abilities that the survivors are able to equip and use. These are themed around paranormal insight, proficiency with occult items, and her own temerity. And finally, let's talk about the map. So this time around, we're really excited to introduce a new realm for this chapter. So really, we are going back to the roots of horror, to a classic, something that we see numerous times into different horror novels, movies, and other horror material. And this is a small American town. So we wanted to make sure that we created something domestic, something familiar. And so for the Dredge map called the Garden of Joy, we are featuring one of the house of the perfect town that we talked about earlier. This house looks perfect from the outside. It is like a ghost sitting in the middle of a gloomy forest created by the entity. And when you go inside that house, you'll see how twisted and wrong it is. Just like the residents are hiding all of this darkness and secret. What's really cool about this new realm is that in the future, we will be able to explore it again, but in other contexts than in the Dredge perfect town. So this realm is built from different memories, from different characters. And so we'll be able to explore different cities wrapped inside that same realm. All right, that was the whole content of our newest chapter, Dredge. I hope you are as excited as us to try this new content. And you'll be able to do so right after this event as we go live on the PTB. The chapter will become available to all on June 7th. So thank you again for listening today, and thank you for an incredible year of Dead by Daylight. 6月7日に新チャプターと。後で探索できるって言ってたから、同じマップの別の家とかが増えるのかな。お。So why is this person sitting? Oh, that's actually kind of dope. It looks like he was injured or something, and she came through and rubbed this man's back. Look, if we could start prescribing back rubs in the emergency department, I promise you, I would let the thing fly. Everybody, you get a back rub. You get a back rub. Straight up on some, you know, open level stuff. You know, it's actually funny. 家1軒しかなかったら次ナースがまた暴れるんだよな。They help physiologically. People say that it. この辺ちょっと難しそうだね。まあでも屋内マップは増やすべきだと思う。ステルスキラーが息してないから。そうね。特にコスフェ君。Yo, I've seen. コスフェまたアーカイブの無防備アーカイブで使ったけど、やっぱ弱体化だよね。あれは弱いね。解除音入ってから完全に壁の裏行ってんのに解除されるの。そう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 。逆に覗き込まれてるというか。This man got thrown on a hook, and I've seen this in a bunch of different movies, so it's really accurate. You know, these like butcher hooks are real. Obviously, if someone ended up on one, it was intentional, in my opinion. From that angle, I'm pretty sure it's
piercing, one of the ventricles of the heart, right? これは何を説明してるんだろう。医学的な面でギリギリ知らないんだぜってことかな、多分。キラー釣り方うますぎるだろ。Ain't no pulling yourself up off of it. Either no, sir. Either I don't believe it. あ、ドクターって書いてるわ、やっぱこの人。That's a fact. If you're enjoying this analysis, make sure you head over to Dead by Daylight's YouTube channel for the full video later on this week, okay? Happy 6th anniversary, y'all. Peace. Eh? なんかオフィシャルショップユニフォームっぽくない？もしかしてサバイバー集めてサッカーゲーム作るつもり？ You see a lit hex totem. What do? A. Disassemble it. DFC で選手集めてあのユニフォーム着させるか。C. Turn it into a boon totem. D. Point at it, but let your teammates deal with it. 呪いのトーテムを見つけたら何をしますか？ A でしょ、これは。あ、さっきまで恵む人多かったのに壊す人が増えたわ。まあでもなんかサバイバーの視界を奪うのはすごいいいね。なんか前々から欲しかったんだよね。そのサバイバーの状態以上で目くらましとかあったけど、あれ目くらましなのかみたいな感じだったから。深手の倒れかけの時やばいよな。何にも見えなくなるよね。Hey there, everybody. I'm Justin, one of the product managers on Dead by Daylight. Still stuck in this fog from earlier, but this time joined by a new partner. Hi, I'm May. I am a Twitch-lurking, dog-snuggling influencer manager on Dead by Daylight. So, since the Dead by Daylight anniversary wouldn't be the same without a celebration in the fog, both May and myself are here to share with you what's going on for the Dead by Daylight 6th anniversary in-game event. So, last year we had a really fun one, but the team has taken a hard look at what worked and what didn't, and we're trying to find ways to take it even further for the 6th anniversary, which is actually starting on our real anniversary this year. So the event starts on June 16th. I think it's really cool. So for the theme this year, the Fog is going to be celebrating something called the Twisted Masquerade. Now, this is meant to be a real party in the world of Dead by Daylight that's being hosted in the entity's name by someone lurking in the shadows, I've heard. Everyone loves a masquerade, so we've really tried to run with the theme and taken our decorations to the next level. As you might have already noticed in this broadcast, we've added this gorgeous midnight blue to our usual black and gold color palette, and you'll see it all over the entity's realm during this event. We're also reskinning the Killer Shack and the exit gates, and there's going to be some really cool, creepy effects because of it. Expect the entire fog to be decked out to the nines. 貞子をあえて先に出して、で6周年はもうがっつりなんかいろいろ調整とかに回したいみたいな。We really want this to feel like a party and a celebration. So everything is really going to play on this masquerade theme in some interesting ways, beginning with our anniversary cosmetics. Last year was the second year that we actually did the Crown Collection, where mechanic-wise, players would run around, find pedestals, and collect a crown for that specific character. This year, with this masquerade theme, we wanted to find ways that we could really push it further and deliver an even bigger payoff when it came to the cosmetics that you'd be able to collect. So while you'll still be hunting down pedestals in your trial,
This time you're going to be grabbing invitations to the Twisted Masquerade. マナさん頑張って Collecting those PTB ダウンロード invitations しとい will て earn く you ださい。 one of 12 possible 今のうちに。 cosmetics as killer or survivor. And since we're 今で going き to る a のかな masquerade, まだでき it's ない going 気 to が be するけど。 beautiful hand-designed 見て masks. みよ Last year, while you could か earn っ cosmetics こ for よ every single original できるわ。 character, it was マジ the で same crown う for ん。 each し and と every こう one じ of ゃん。 them. We feel like that's run its course, and we wanted to do something a little more special this year. This year, we're focusing on one original survivor and one killer for every year of Dead by Daylight. The mask you earn will only be wearable for that specific character because it's tailor-made to suit their personality and style. The masks are also going to be earned randomly, so even if you're playing as Dwight, you might earn one for Elodie or the Spirit. マスク And I mean, 集 if め you イベン guys トな have んだ。 actually めっちゃ seen か it っこい on い the じゃん。 table, that's Dwight. いいね。 So while we are focusing on a smaller subset of characters, they're going to make much more meaningful additions to your collection and look pretty sweet if I do say so myself. Absolutely. I mean, I've had to resist just putting this one on and trying to run away with it. Been told many times I can't take it home with me, so I'll have to settle for just earning it in-game. And similar to what we did for our Halloween event, the Midnight Grove, the 6th anniversary will also include an event tome. So what's great about this is we're going to have 2 full levels of 本当だ。 challenges PTB も and 取れる lore の。 that's directly tied to the Twisted Masquerade. And one big addition in this is going to be the community 新版の challenge. 人もう取っといていいと So 思いますよ。 last year, PTB if 取 you れ were るから。 around doing our community challenges, we were communicating on this via our social media channels. And we feel like the players really enjoyed this, but we want to bring it a little closer to you directly in game. There'll be an entire top track dedicated to these community challenges. ランキング制なの。 On ランキン that, グあ you るの can か。 track both the global progression of everyone making effort towards these community challenges and your own direct contributions. Your own direct contributions are important because you're going to have to work and you can't just take advantage of everyone else's hard work. Exactly, but while the players are waiting for the community to catch up so that they can go on to the next challenge, there will be a set of personal challenges below on each level that you can work イ towards. ベントもアーカイブ And 形式な these の are か。 going to also give you a little bit more background on what's happening for the story behind the scenes of the archives and of the Twisted Masquerade. I mean, you're going to be earning event cosmetics either way, so definitely take the time, try to finish all of them. So what about Dredge and Hattie? Are they getting something for this masquerade? So since these are actually our 2 new characters coming in, it's important that we're treating them as our guests of honor for the Twisted Masquerade. So if you're seeing from any of the content that we're sharing, both Dredge and Hattie are getting full outfits themed for the event that you can unlock split between the community goals and the personal goals. かなり怖いな。 So if you want all of it, you have to do both. And they're really worth getting, so I suggest you do. And we also have some very cool, very gross charms, like this 6th anniversary Rancid Cupcake, a pop-up card, and my personal favorite, a skull with a little party hat. And that's definitely a reminder of the last person who tried to bring a party hat into the fog. You try and Anthony stop doesn't me. like fun. So for a few final touches on the event, we're bringing back some things from last year that worked really です well, か？ like our 違うんかい。 loading screens with developer comments ロード and 画面だ。 selected art. So as you're loading up into your game, you're going to see quotes from wacky folks like myself, May, and others, and really bring you a bit closer to the really cool people who work on Dead by Daylight. On top of this, we're going to be bringing back our daily discounted Shrine of Secrets. So instead of it cycling on a weekly basis, we're going to be changing all the perks every single day and be providing you a プレステ discount. シ So ス that テム costs 変更され less たら units シ and ュライ shards ンの for 意味あ every る？あ、 single まあある perk か。買ってない available 人用 during the か。 event. On top of that, because we know you guys love blood points, we're going to be doing a 週 weekend 末 blood hunt BP イベン event. ト。 And then, again, still not done, we're going to be giving a lot of login currencies. So, if that's not enough blood points for you, not enough rift fragments, not enough iridescent shards, players will be able to earn more of these just by logging in. It's definitely not the time to save your pennies for a rainy day. There's so much fun stuff to get. Take advantage. But for now, on behalf of everyone, I just want to say thanks again for another amazing year of Dead by Daylight. And we'll see you in the fog on June 16th for the Twisted イベン Masquerade. トが16日からか。新チャプター7日、イベント16。あ、出た。出たモバイル。出た。CM。いらっしゃいませ。
なんでこんなスーパー日本向け CM なんですか。これはどうなのこれ。今日暑かったでしょ。いつものビールでいい？はい。ちなみに俺この CM ちゃんと音出しで見たことないんだよ。何？心臓が。助けて。リージョンの中の人日本人設定になっちゃってるじゃん。Very excited to share some great news about the DbD mobile game. So we had a big update in Japan at the end of April, and the results are amazing. We want to progressively release this to the rest of the world too. In the United States, there will be a closed beta test in the next few weeks, so stay tuned for that. You should know there's going to be quite a lot of new features in this version of the game. Leaderboards, quick matches, team system. We're also improving many aspects of the game. There's going to be visual improvements on the performance, fluidity of gameplay, and the control layout, and the new player tutorial. Also, there's going to be some brand new rewards added and some unique customization. More news. DbD の日本推しすごいよね、最近。進撃コラボもそうだしな。コラボというか。どういうことどういうこと？何これ？説明してくれ！やばいって。トラッパーの罠気持ちよすぎだろ。あ、かわいい。リンめっちゃ可愛いじゃん。めちゃめちゃ可愛かった。びっくりした。どういうこと？スチームなんだけど、これ何？ギャルゲー？待って、ギャルゲー運のやつさ、なんかあったよね。If you had told me when we launched this game, あ、そう。言ってた。あれガチだったんだ。ガチなのマジで。あれマジだったんだ。Never believed you. And that is what makes today such an amazing. I'm excited to be able to announce that Hooked on You, a Dead by Daylight dating sim, is quickly coming. So it is a crazy idea. It's an absurd concept, but we are always looking for new ways to tell our Dead by Daylight stories. And our fans have shown us over the years just how thirsty they are for more background and more stories about our characters. So last year we did an official community survey exploring new ways potentially of expanding the universe of Dead by Daylight. And I think the third one was Dating Simulator. And that was a surprise, but you know what? We decided to go for it. This was a tall order. We needed to find the right people to do this justice, to really treat this properly so that it didn't turn out as insane as it sounds. So we decided to go with some specialists out there, some people that made a little game called I Love You, Colonel Sanders, that was very well received. And I'm very happy to have with me today Alexei from PsyOp to talk a little bit. He's the creative director for the upcoming Dead by Daylight dating sim. Thank you for having me. I'm really excited that I got to create such a unique take on such a really serious and kind of grim world and bring it into a little bit of hearts and butterflies and shine some rosy warm light on it. That's awesome. So yes, you're absolutely right. We created a very grim universe, and we asked you to do something extremely silly with it. Yeah. How does one go about making this right? Sure. Well, I like to say that when making a project that seems as off-kilter and unexpected as this, the big gimmick for me is that it is a serious game that we take really seriously when we create it,
and we treat all of the characters with a sense of humor, but with sort of deep respect as well. So that we can make a really compelling game that does justice to the expectations that fans have and the expectations that these characters would have if they were slightly more real. So it's a matter of マジでユニークアイディアじゃなくてクレイジーアイディアなのを笑う。 interesting context in which these characters can actually express a different side of themselves. Yeah, so the story that we're creating is very much not a canon story for the Dead by Daylight Important to put it out there. Want to make sure that's clear. That being said, we want to create something that really does justice to the truths that have been established. 本編の物語を損なわないように意識しているらしいから、みんな山分かりを攻略する前に彼女のバックグラウンドをしっかり読んでおけってことだ。Maybe it's something like the beach episode of a sitcom or anime series, and then kind of pull our way back into that main core experience of what's going through killers or survivors' minds in a moment, and try and make sense of those two worlds playing together and see what kind of crazy stuff comes from it. So obviously one of the main questions that people have is what characters from Dead by Daylight will I be able to interact with? Sure. Well, leaning into that kind of sitcom or anime kind of cliches and tropes, and then kind of turning them on their head, we decided to take 4 killers, since killers are the most monstrous and inhuman characters in the world, and make them as human as we could by assigning 4 kind of typical TV trope archetypes to them. So we've got the Trapper, who is standing in as the jock. We've got the Huntress, who is standing in as the overachiever. We've got the Wraith, who is the nerd. And we've got the Spirit, who is the goth. That's amazing. And it's interesting also as a take, because those sort of archetypes, those cliches from horror movies from forever ago, are things that we tried to not erase, but we tried to avoid when we did Dead by Daylight, especially on the survivor side. We had them much more be humans and relatable. So it's really interesting to see those things that are very important to the horror genre be represented in this. Yeah, in writing the experience, it made for a really fun twist. And what we recognized when we dug as deep as we could into the lore and talked so much with your team is that all of these killers come from a real human place. They've all suffered some sort of trauma or some sort of really thing in their past that bring them into this kind of comedy scenario, but still exploring their real lore. It was just like pretty wild. So we had a lot of fun with it. Very cool. And who, as the player, like it was an interesting choice to figure out who the player would be in this scenario. Well, we want to let the player play as themselves. So this is an interactive branching あれだろうね、きっとその女性向けでも男性向けでもどっちでもいけるようなゲームを作ったみたいな。And we thought that was a great way to really do justice to the huge amount of diversity and variety in the Dead by Daylight audience. Yeah. And so we wanted to make sure that the 4 killers who you get to romance really represent 4 very different types of relationship, and you get to be yourself and see which killer is right for you as you make honest decisions in response to some terribly strange questions. That's awesome. A very important piece of also building that world and really giving the ambiance, the gravitas it needed. And you got a really cool opportunity in there. Yeah, we worked directly with Michel, the composer for Dead by Daylight, to make sure that even though we took this to a very different sonic place of marimba and steel drums and some jazz flute solos or Spanish guitar, we still got to express that kind of core DNA of Dead by Daylight and give people something that's new and unique, but also kind of true to the original game that they love so deeply. Yeah, Michel was kind of happy to be able to try his hand at a few different styles that he hadn't, and I think he surprised both of us with the jazz flute. It may seem like an odd thing to say about something that sounds and looks so different, but we wanted to make sure that it really feels fresh. That's awesome. Well, thank you so much for taking the time to join us here in sunny Montreal for this little beach moment. I can say that this is one of the most out there things that we've ever done, and I'm very, very excited about this.
you obviously want more details. There will be more information coming, but for now you should know you'll be able to get your little hands on Hooked on You, a Dead by Daylight dating sim this summer on Steam. And if you do that, you'll also get a unique charm in Dead by Daylight after that. Now, thank you again to all of our fans. Thank you for making this possible for us. And for once, I will say, I'll see you on the beach. We're almost done here, but we have one more question for you. 圧倒的に今日一番意外だった。いやびっくりした。いやでもなんかコラボで話題性持っていくよりか俺こっちの方が好きかな。なんかいろいろ面白いことやろうぜみたいな。あ、なんか最強のパレットの置き方されてるけど後ろ。壊せんやんあの板。いるけど後でちょっと配信で見せよう。いやスピリットかわいい。ちょっと待って。Well, that's a wrap for our 6th anniversary ここで締めかな and to an amazing year of Dead by Daylight. I hope you enjoyed yourself. The PTB for our latest chapter, The Roots of Dread, is live now, so go try it, have fun. Again, a huge thank you to our entire team and to you, our amazing community. You know, time really flies. It seems like just yesterday that during our 5th anniversary, we revealed to you that we were going to do a Resident Evil chapter. Your reaction was so good at the time that we wondered, why stop there? ?バイオの追加チャプターってことちょっと待って。ザワスさんまだ PTB 開いてないよね。開いてないっていうか起動してないよね。W ってことはウェスカーでしょ。ウェスカーの W ってこと。なるほど。ウェスカーって登場するのバイオ何作目 ?2。2か。あ、いや違う、1はあれだよね、部隊長じゃないウェスカーって。部隊長だね。1はいるけど、あれだよね、悪いキャラじゃないよ。いや、悪いっちゃ悪いよ。あれ、1から悪いキャラだっけ？うん。みんなビビるなよ。It's your family photo, okay? ちゃんと映ってんのくさ。Was the gun? Peekaboo! 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 高時給ゾンビくんじゃん。I will gift 20 subs if the hat spawns right here. Ja, ja, spawn, du Scheißding. こう見るとパークアイコン変えてる人ちょいちょいいるよね。ね。
積んでてくさ。Watch this. No way. What? No way. Look at him go, dude. He's shaking the poppers like a salt shaker. Judge with the hammer. Oh, is he he's sentencing people. Objection! Objection, Your Honor. Objection. これ世界共通の遊び方ない。やば。Oh my goodness. Stay away from that, man. Do not touch my bone. Oh, he's got Blood Warden, baby. Oh, let's go! 公式 CJ やってる。Somebody in the locker. No! No, no, no! That one! That one! Eu queria uma parede safe pra ficar aqui até o Maker Choice acabar. Ai! Ai! Meu Deus! Isso foi horrível! What is he expecting from this? Oh, 今のビデオの動画は一体何だったんだ。あの板が強すぎるぜってことを示していたのか。あ、ドラァグクイーンの人だ。Hello? Anonymous with a $500 dono? Whoa! Oh my god, that was iconic. I'm so happy we were able to see that live. What? あ、夏原さんじゃん。本当だ。スタ。俺はもう裏でせっせと新キラ育ててるわ。こう見ながらね。僕はちゃんと配信を見てからやります。Wait, I want to do it. The box. You opened it. I came. Yeah, you did. Oh god. What? Got it! なんでバレてねえんだよ。Why did I do that? No! But why? お、チャミさんだ。If I get this, bro. No! Leave me. 画質がやばいのはこれ元だよな、多分。お、日本人フォグ、みんな新フォグの皆さんいるじゃん。ねえ。リトルさんキャラ古くない今？キャラデザ。Someone clip that. ちょっとあんたちょっとかつて見たことないね。おお、日本人みんないる。ゆっくりなチェイスしてるな。ゆっくりなチェイスしてるなこれ。いやこれスローモーションなのかな。ピーパパー、ペルカさん、ああいう人とのマッチング引く運すごいよ。出会ったことないもん。5年やってるけど出会ったことないもん、あんな人。Bill, get your head up. Bill, please. Bill! He's dead.
サミネーション好 Feels き。 so well. Ew, and I stink. Oh, great, you're here to unhook me. I just did my nails, so you can understand my situation. Yeah, no problem. I guess there are others, like Felix. I'd unhook you, but then I'd be sick too. Yeah, but you could cleanse after, and then we can. He's gone. Meg. No. Nope. Right. Right. これ衣装とかあんのかな。ないか。いや、いいわ。いや、三ツ矢さんのアーティストコスのしてほしいな、これ。あれね、すごいよね。あ、ツインズの人すごい雰囲気出てるな。通り下すげえ。あ、終わった。これで全部かかな、多分、Thanks for watching って書いてる。じゃあ、このまま俺、映そう。ドン。いやー、面白かった。じゃあ PTB やるか。俺もちょっとやって寝よう。やばいパークがあるんで、まあお楽しみに。あ、PTB はそれぞれやるかい？そうですね。 OK。多分、ザワシさんは検証の方が多分メインになるのかなって感じなので、俺はもうパパッとやって寝ようかなと。じゃあお疲れした。あざした。お疲れ様でした。あざます。よし、じゃあちょっとカスタム入れる人をいつものごとく募集しますので、うちのサーバーにいる方優先でお願いします。マイクミュートで。ちょっと起動しながらトイレ行ってくるわ。みんなも一旦トイレ休憩。
よいしょ。まずはキャラデザからドレッジ。うわー、かっこいいな。あ、完全なもやじゃなくてちゃんとあれなんだ。足出てくる瞬間もあるんだ。全画面で見るか。あ、ちょっとこのタイミングでいただいたスパチャ読んどこう。ちょっと待ってね。逆手狼さんでいいのかな。610円スーパーチャット2つありがとうございます。1年以上 BP 注ぎ込んでまだ完走しない地獄がやっと終わるなると1年じゃ無理っすよね。だって俺5年やっても完走してないもん。まあ PS4 が半分なんだけど、片乳出てるおばばを恋愛攻略するってこと。ハグは幼女です。サバイバーはかっこいいじゃん。腕の傷が歴戦の猛者感あるよ。アークを見よう。かぐやさん、うんこステッカーありがとうございます。でかすぎて収まってないんだけど。ストア画面スクショしていい？かっこいい。並びここなんだ。こっちで見た方がいいのか。新パーク解体。何もかもが塵と化す。それは夜が必ず訪れるのと同じように避けられない。あなたの脅威範囲で生存者がパレットの高速乗り越えを行うと、そのパレットが20秒後に自動的に壊れる。おもろ。おもろ。うめき声する。使い方に癖があるけどすげえ強そうだな。
一箇所で板ぐるしながら壊れるタイミングで距離詰めて殴るでもいいし、あとは爆音系の心音キャラでこう発電機から離れて向こうの板乗り越えようとする人みたいなのの板を勝手に壊せるってことかな。露見する闇。ロッカーを開けたとき、いずれかのロッカーから16メートル範囲内にいるすべての生存者のオーラが5秒間見えるようになる。このパークには30秒のクールダウンが発生する。これはいまいちかな。パーク一つ炊くほどのパークかと言われると、いまいち感がある。バッチノートとよく違う。マジ。腐敗の気配。あなたの脅威範囲で治療アクションを行った生存者は目くらましと疲労に苦しむ。これらの効果は何らかの手段で治療アクションが中断された後も10秒間持続する。これは結構使い道ありそうだな。ピエロ恐怖症よりいいんじゃん。ドレッジのコヨパーク解体。生存者はあらゆる手段で負傷させた3秒後。解体は20秒発動する。解体が発動中、生存者が脅威範囲内でパレットを、殴った後にってことか。使うのむずっ。だとすると急に使うのむずいな。何このパークシャッタードホープ。恵みトーテム消したときトーテムが壊れる。マジ？これの効果で恵みトーテムを壊したとき、恵み範囲内にいるサバイバーのオーラが8秒見えるか。でもサバイバーが持ってくるかわからないパークのためにパークを割く枠はないんだよな。メタなのはいいんだけど。ね、デフォルトでいいよね。サバイバーのパークも見てみるか。ハディカウルは3つの声パークで開始。なんか似たアイコンだな。これとこれどっかで見たことあるやろ、アイコン。5メートル範囲内にいる他の生存者の赤い傷マークが見える。32メートル範囲内にいる他の生存者が1段階負傷すると、殺人鬼のオーラが32秒間見えるようになる。はぁはぁなんだけど。それも表記違う。マジ？いや、とりあえず読もう。まあでもすごいこと書いてあるけど、めっちゃ使えるかと言われると、パッチの音表記。32メートル以内で他の生存者が残した傷マークを見れる。32メートル以内で生存者がダメージを受けると5秒見えるか。なるほどね。数字逆なのか。じゃあまあ別にって感じか。残像の権限。殺人鬼に目くらましアクションに成功すると30秒間目くらましのステータス効果を付与する。いやいや、嘘でしょ。これも絶対500じゃん、こんなん。ゲーム壊れるじゃん。パッチノート開こう。絶対500だろ、こんなん。これ500じゃないの？マジで？
嘘でしょ。殺人鬼の目くらましっていうのが何を言ってるんだろうね。オーラが見えないだけってことかな。目くらまし状態ってサバイバーステータスだから、もともとオーラ見えないだけってことかな。だったらまあって感じか。まあでもそれよりも開いたチェストを漁ったら確実にアンコモン懐中電灯が出るの効果の方が強いんじゃね。ライト救助って持ち込みだと決まんないんだよ。箱から引かないと警戒されるから、こっちの効果の方がいいと思うわ。もう一個、過剰な熱意。トーテムを浄化すると発電機の修理速度が 6% 上昇する。マジ？負傷すると解除される。まあ、これは、どうだろう、使ってみないとわかんないけど、多分書いてあるほどやばいとは思わないかな。どうだろうな。でも、ペンティメントメタが来るんだろうか。呪いのトーテム壊してやるんだったらまあ普通に強いパークだけど、トーテム壊してる分の時間があるからな。なんとも。まあそうやって見てみると、改めて今回のヤバそうなパークは何だろうな。腐敗の気配ちょっとありかなっていうのと、残像の権限はライトを引きに行くっていう意味でありかなっていう気がするかなっていう感じの印象ですけど、どうですか皆さん。あと新マップガーデンオブジョイ。ドレッジの能力を見てから入ってみようか。ちょっとじゃあカスタム入れる方入ってみてください。お願いします。でディスコードの配信チャットのところマイクミュートで入っていただけると助かります。ね、4.8 秒短縮だからトーテム壊す時間の方が長いし、工具箱持ち込みの方がよっぽど壊れてるよ。ちょっと人が来るのを待ちながらあっちのと読むか。特殊能力闇夜の支配。まるで邪神のようにドレッジに打ち勝つは難しい。夜が来た時それは不可能となる。特殊アビリティ黄昏。能力ボタンを長押しして発動。発動するとその場に抜け殻を残す。その後ロッカーを目指して攻撃ボタンを押しテレポートするか、能力ボタンを押して抜け殻に戻ることができる。ロッカーにテレポートすると抜け殻は無効になる。ロッカーに入った状態で他のロッカーに狙いを定めて攻撃ボタンを押すと能力トークンを1つ消費し再度テレポートできる。ロッカーから出るか抜け殻に戻るとトークンが回復しクールダウンが発生する。生存者はロッカーを施錠してドレッジの移動速度を遅らせることができ、ドレッジは施錠されたロッカーから出るか、錠に通常攻撃を与えて鍵を壊すことができる。錠は一度壊れると元に戻らない。難しいな。抜け殻を置いてロッカーに飛ぶ、もう一発ロッカーに飛ぶ、もしくはロッカーに飛ぶ抜け殻に戻る
でロッカーに飛ぶ、そこから出るみたいな選択肢があるってことか。これやってみると分かんないな。特殊アビリティ日没。無傷の生存者を負傷させるか、生存者をフックに吊るす、またはテレポート能力を使うと日没メーターが進行する。負傷状態の生存者は時間経過でも日没メーターが進行し、負傷状態の生存者が多いほど日没メーターの進行が速くなる。日没メーターが満タンになると日没が始まり、生存者の視界が暗闇に包まれる。さらにドレッジは探知不可になり、テレポート能力のクールダウン時間が短縮され、テレポート速度が上昇する。日没は一定時間後に終了する。生存者に抜け殻を破壊されると持続時間が短縮される。なるほど。負傷を巻くことによって日没メーターの進行を早めて、メーターが溜まった状態でサバイバーの視界を奪ってチェイスするっていう感じの能力なのか。面白そうだけど難しそうだ。あ、入りました。ありがとうございます。とりあえず能力を見たいから、一旦ノーワードの状態でやるか。新マップも見たいしな。新パークどれだ？もうボット入れられますか？ボットはまだじゃない？なんか夏って言ってた気がする。あ、そうだ。4.6 族32メートル背が高いだね。ネメシスぐらいあるんじゃない？でかさ。まあサバイバーの視界を奪うっていうのがどれぐらいの頻度でできて、その間にどれぐらいチェイスを終わらせられるか次第かな、強さは。とりあえず2人だけどマップ見たいんで行きましょうか。一旦ちょっとマップと能力と違います。どんな感じなんやろな。書いてあることとしては、まあ、ワープ能力、貞子とかデモゴルゴンより使いやすいのかな。どうなんだろうな。誰か殴んないと能力溜まり始めもしないってことかな。だとすると鬼と対策が一緒になりそうだけど。おお、スタート闇から出てくるんだ。あれ、屋外だな。何これ？ラダーンいる？もしかしてこの世界。星砕きのラダーンおるやん。あ、家壊れてんじゃん。
なんか攻撃のエフェクトが真ん中じゃないから気持ち悪い右側に当たり判定がありそう。マップの外周分かりづら。あ、道路があるな。真ん中に道路があって、両サイドに街並みなのか。でっかい固有があると。ランプキンっぽい。ランプキンバダム感あるな。サバイバーのメーター微妙に溜まってるね。微妙に溜まってる。これ共通語やか。フェイスオンもらえます。走ってもらっていいですか。なるほど。これもなんかあれだね。フロムソフトウェア味があるね。窓がついてるだけの声かな、これは。広くない？あ、これ、山岡邸にあるジャングルか。この広さで、こういうでかそうな感じなのちょっとまずい気がします。出た、最強いた。1階がこう窓枠で、うらっお、クローデット退去か。こったはまあって感じな。あ、窓つんよ。違法窓来たー。こっちも違法窓あんの？まあ、着地硬直入るならワンチャンか。これ着地硬直入るのかな、この窓。飛んでもらっていいっすか。ほとんどねえじゃん。これ違法窓だろ。意外とここ回れるから追いつくのかな。どうなんだろう。違法窓っぽいけどな。地下がこれで。ちなみに新しいランプキンに俺一つ物申したいことがあって、何かというと、あまりにも地下が遠いんだよな。あれ固有の1階で死なないと地下持っていけないよな、あのマップ。くらっ。屋根上広っ。降りれる。赤っ。あ、2階にも違法窓が。
語彙力小学生みたいになってるけど。待って待って、ここ暗すぎて何にも見えないんだけど。サバイバーの足跡があるおかげでかろうじて壁であることが認識できる。これ、足跡消えたら、ここに何があるかわからないんだけど。視界ゼロ壁じゃん。で、この板強いでしょ？この板も強いでしょ？これは、ちょっとえげつない雰囲気がしますね。この建物なんか俺テンスラで見た。これゲートか。視界悪いな。今んとこ広い、視界悪い、板強い、固有強いっていうやばいマップの気配しかしないけど、これさ、俺の目線がここってことはジャングルの外から丸見えなのだよ。これ頭見えます？すげえ頭見えそう。てかこんだけ探索しといて能力まだ半分溜まってないんだな。ちょっと一発殴ろう。これで溜まるスピードが加速するのか。少し速くなったな。もう一発殴っていいですか。2人負傷したら結構目に見えるぐらいのメーターの溜まり方。溜まり切るまでの過程がどうなってんだろうな。これサバイバー目線見ないと分かんねえな。溜まったらキラー側からは何か分かるあれがあるんだろうな。いやー、にしても長いね。こんだけ溜まんの遅かったら、一回溜まったらめちゃくちゃ長いこと見えない感じじゃないと。あ、テレポートしてもいいんだっけ。これは何？カウントダウン？残り何秒ですよみたいな。テレポートでも溜まるんだっけ。やってみるか。とりあえず溜まった状態を見てみたい。サバ目線見ないと分かんねえなマジで。溜まったな。おっ、提出してもろて。あ、これ相当見えないのかなこれ。あ、相当見えなそう。やばっ、めっちゃ手いっぱい出てきた。担ぐときちょっとつらして。釣られても目くらましモードは解除されないのか。で終わりと。抜いていいっすよ。何秒ぐらいだった？ 1 分ぐらい。もうちょっと長かった。
とりあえず今は、トークンが3からスタート。チャージテレポート。あそこに抜け殻があるのか。あ、抜け殻を消すっていうアクションができるんだ。これさ、足遅いフェイズオークみたいな状態なのかな。ちょっとサバイバーの皆さん止まってもらっていいですか。これってどう見えてんだ。こういう奇襲できるのかな。はあ、周りが見える。移動は遅いね。3トークンまで使える。テレポートすると結構進行早くね。ゲージ進行がだいぶ早くなった気がするけど。トークン返ってくるの結構早いな。ちょっとロッカー入ってもらっていいですか。このロッカー。なんかこれ2つまとめて指定なんだけど。キャッチできる。なるほど。これもともと2つまとめて指定なんだな、そのロッカーだけ。なんでこれだけ2つまとめなんだろう。あ、鍵されてたの今の。ちょっと2人とも回復してもらっていいですか、一回。回復しきってる、2人とも回復しきってる状態で能力ゲージの溜まり方が見たい。あ、まとめてしか選べないの不具合って出てる。なるほど。で、今この状態だとほとんどメーター溜まってなくて、攻撃ボタンを押すと抜け殻に戻るんだ。戻ってもちょっとやっぱリチャージあるな。あー、なるほど。テレポしてる間すごい溜まるな。テレポ中というかロッカーの中にいる間もたまるな。なるほど。移動兼この日没のゲージを貯める用の能力って感じだから、ガンガンテレポして貞子みたいな使い方になるのかな。でこの状態でサバデバフかかってチェイスしないとさ追いつけないじゃん。 4.6 通常徒歩だから。まあなんか一応チェイスはできてるんだよな。
窓枠の位置違うんだけど、このジャングル新しい。なるほど。パーク試してみようか。あ、サバイバー目線スクショ撮りました。ちょっと次サバイバーやりますわ。ロッカー開けるとロッカーの何メートル以内だっけ？ 15 メートル以内のサバイバーが見える。ちょっとどっかのロッカーに寄ってもらっていいですか？なんで今パーク発動してんだこれ。クールタイム入ってんだけど。その辺にいといてもらって。あ、見えるわ。なるほど。なるほどね。5秒間見えてからクールタイムが始まると。はい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 。他のパークは、負傷させた3秒後から発動してパレットを乗り越えると壊れる。なるほど。ちょっと小屋チェイスしていいですか？小屋チェイスどっちかってやってください。あ、これでもいいや。一発もらってからその板倒して、でこの板回るチェイスしましょう。これ飛んでもらっていいですか？あー、なるほどね。場所は限定的だけど使えなくはないな。結構ありだと思う。発動条件難しい音量みたいな感じかな。そうだね、クラウンとか使いやすいかも。で、もう1パークが脅威範囲内で治療アクションを行った生存者が目くらまし及び疲労状態と。ああ、なるほど。これさっきからセルフケアしてたからなってたのかな。あ、これが目くらまし状態か。ちょっともう一回あれやってもらっていい？ライト。電池切れ？目くらまし状態。ああ、発電機も見えない。フックオーラ見えるかな？白いオーラは見えるはずだから、ロッカーは見えるんだよね。これでもロッカーは見える。ああ、フック見えねえわ。マジか。なるほど。これ結構強いな、サバパーク。絶対ライト引けるから残像の権限強いね。要はライト救助ミスってタイミングが早かったとしてもその後釣れない可能性があるってことだよね、室内とかだったら。
殴られて、今効果発動中で、今んとこキラーパーク解体割とありだよな。サバイバー入ってる時に鍵かけれるね。サバイバーロッカーの鍵かけるのは入ってるかどうかじゃなくて外からじゃないかな。あの見た目の感じ。まあ、ちょっと一回逆目線見ないと分かんないからサバ目線やりましょう。能力がキラー目線だと分からん。あと2人入れる方いたら。キラーできる人います？あと参加した人はディスコード入ってください。指示が出せないから。なんか持ってる。あ、なんか送ってもらってたな、ID を。スチームのフレンド系ちょっと送ったり承認したりしたので、入れる方お願いします。でカスタム入った人、ディスコードのうちのサーバーの配信用のところにマイクメイトで入ってください。あ、そうだ、メメントしてなかった。キラーできる人いないかな。メメするわ。ちょっとレディーしてもらっていいですか。サバ目線やらないといろいろわかんない。吸収されそう、確かに。キラーがロッカーにいる時にサバイバー開けたらどうなりますか？そんなシーンなさそうだけど。試合中にまあ試してみるか。そんなこと試合中に起こらなそうじゃん。ちょっと
じゃあ中央通路横のジャングルあたりでやりましょうか。じゃあこのロッカーに飛ぶんで、飛んだ後開けてもらっていいですか。どうぞ。開けれないのか。鍵は閉めれます。開けれたわ。え、逆キャッチだ。逆キャッチだ。おもろ。俺今何もボタン押してないよ。じゃあ一回釣ります。欺きやってほしい。カバーやった時にやるからだな。欺きできないんだ。2人とも2回ずつするか。攻撃場所がさ、武器振る場所が右側に見えるせいでちょっと右側攻撃しちゃって空振るんだけど。じゃあ見晴らしのいいとこでやりましょう。エメントいきまーす。おお、死体消えた。ヒロアカだ。死体消えるタイプのメメントって三角とか、あ、三角セノバイトもそうだよな。三角が消えないか、死体は。セノバイトだけか。え、めっちゃ足速そうに見えるじゃん、こうやって見ると。足元がないと足速そうに見える。あれ、このプリーズドントやめてさん、ディスコードいないよね。VC に入ってほしいんですけど。あ、シンジさんか。うちのサーバーいない、もしかして。リンク貼っときます。トロフィーマーク何ですか？なんだろうね、これ。
もう一人入れば4人ともできるのか。あ、今キラーやってくれそうな。方が。シンジさん、ディスコードの招待リンクを送ったんで、ディスコードサーバーの VC のところに聞き戦で入れますか？マイクミュートで。今のうちにアドオン見よ。え、強くね？日没が終わる最後の20秒間無防備。生贄のナイフ。日没中に殺人鬼がロッカーから出た後16メートル範囲内にいる生存者は5秒間全ての取り込み位置からブロックされる。ウルアドがちゃんとウルアドしてるね。ワープして、日没中に殺人鬼がロッカーから出た後か。限定的だな。いつでもじゃないんだ。でもこいつが嫌いだったらロッカーの位置をしっかり気にしないといけないね。最後のトークンを使うときテレポート中に生存者のオーラが3秒間見える。ドアが開いてパタンと閉じる。どういうことだ？サバで見ないと分かんないな、これも。儀式が日没の状態で開始する。ラスト1台の発電機の修理が完了すると自動的に日没が始まる。抜け殻に出くわした生存者は15秒間疲労になる。これなんか強そうじゃない？書いてあること。日没中負傷から回復した生存者は60秒間めくらました。これはどうだろうな。日没時以外のテレポート速度上昇。アドオン強そうだな、全体的に。テレポート能力クールダウン4秒減少。ロッカーを施錠した生存者のオーラが6秒見える。これも悪くなさそうだね。能力まだよくわかんないけど、アドオンが強そうなキラーは大体強いんだ。暗闇の効果時間20秒増加。生存者全員が殺人鬼の本能の
効果対象になる日没中の殺人鬼の本能が 1.5 秒追加される。日没中にロッカーから出た時ロッカーの近くにいた生存者が殺人鬼の本能を探知されてた気がするよな、さっき。テレポートクールダウン 2.5 秒減少。日没メーター進行度上昇。ロッカーから出るのにかかる時間減少。テレポートに必要な能力トークン1つ追加。生存者を負傷させると進行度上昇。これ同じこと書いてあるけど。ああ、これ殴った瞬間に上がるってことか。闇夜の支配を使うと日没メーターが1秒につき1ポイント追加される。負傷した生存者がいない間日没メーターの進行度が、これパッシブリタージアップだな。日没ではない間、抜け殻にテレポートすると日没時かのように殺人鬼の本能が発動する。日没時に抜け殻にテレポートすると殺人鬼の本能を発動し、サバの位置分かるってこと？アドオン全体的に強そうだな。もう一戦だけキラーでいっていいですか？この抜け殻に飛んだ時どういう仕様なのか見たいわ。また能力難しそうなやつ来たな。チェイスで能力使ったら積みポジあります。レディーお願いします。まだパーク何がいいとかじゃなくて、能力をちゃんと知る必要がある。鍵できるのは1ロッカー1回だけなんだね。これは抜け殻テレポートっていう判定にはならないのかな。
抜け殻には戻れないこれ。時間制限があるロッカーの中。抜け殻に戻れるのは最初にロッカーに飛んだ時だけか。板破壊パーク意外といいな。本番でどれぐらい使えるかまだ分かんないけど。でこれが日没中で、日没中のワープはこれ誰のオーラが本能探知されてんだ。ロッカー近くにいるから探知されてんのか。なんで8連機の本能の反応条件がわからん。一人だけ反応してるな。隣にいるんだけど。反応条件がわからない。発電機の近くにいる人が見える。今日没中じゃないからそもそも見えないか。日没中にロッカー内にいると発動して反応するのは誰に反応してんだこれ。今日没始まった。ロッカー内に入る。今誰も見えないんだけど。見えた。あれ何の人だ。ロッカーに入った人が見えてんのかなこれ。ちょっとバグってんだけど、あのロッカー飛べねえじゃん。目当てのロッカーに飛べないです。これに全部判定吸われる。発電機近くの人が映ってんのかな。発電機近くってなんか変だよな、条件が。これ長く移動すればするほどゲージ溜まるのか。1回3移動したらメーター半分ぐらい溜まるな。3回ワープを2回やったら溜まるか。板強いし多いし。信用範囲で動いて人探知。ちょっと共通小屋、ボロ小屋の方来れます、サバイバーの皆さん。
か今そもそも探知不可だから信用してなくね。日没中探知不可だよ。共通小屋に来てほしいんだけど、みんな場所わかるかな。今誰も反応してないな。誰も来ないんだけど、もしかしてみんな場所がわからない。あ、反応した。今の反応した条件は何なんだ。なんかこの辺から反応してたよな。自分のロッカー近く、ここまで来る間にロッカーの横一個も通ってないってことないと思うから、どうなんだろうな。条件がわかんねえ。まあいいや、一回じゃあサバ側やりますよ。サバ目線見ないとわかんねえ。じゃあちょっと交代お願いします。自分が移動したロッカーの近くっぽくはあるんだけど、さっきさ、固有の中で反応した時もうちょっと遠くなかった？気のせいかな。ちょっとみんな見分けが難しいので、新キャラ以外のキャラにしてもらってもいいですか？すいません。バラバラのキャラでちょっとお願いしたい。インナーフォース、残像の権限、過剰な熱意か。OK、ちょっとやってみましょうか。ああ、メメント持ってきたらいろんなキャラのメメント見れるかもね。OK、準備できたらやりましょう。ああ、固定コメントも外していいか、読めるから。検証難しいな、このキラー。能力の発動条件が説明に書いてないのはマジで勘弁してほしい。地下どこだっけな。あ
こら辺だったよ。しかも固定じゃないのか。今回あれか。一つ小屋か。ちょっとどいてください。あー、でかいね。ちょっとジャングル来てもらっていいですか。あ、すげえ。足元のモーションあれがないから速く見えるな。足速く見えるな。でもこっから見えちゃうわ、頭でかすぎて。え、味方に窓飛ばれたの。すげえ足速く見えるな。でロッカーがロックが結構一瞬だな。これライトが出るんでしょうか。出ないんだがあれこれライト出る条件なんか書いてたっけ。あ、開いたチェストは当たりだから査定か。査定と同じ感じか。こういうことか。なるほど。なるほど。じゃあよりお得だね。よりお得だ。これ閉めたロッカーには自分で入れるのかな。入れないんだけど。あ、なるほどね。鍵を閉めるとドレッジが出てくるの時間かかるようにできるけど、代わりに自分たちがロッカー使えなくなるんだ。あー、てかサバイバー側から能力どれぐらい溜まってるかわかんないんじゃないですか。ちょっとバンバンワープしてもらっていいですか。ロッカー今ワープモードだったけど普通に姿見えたの。え、全然メーターわかんないじゃん。これは新パークだな。あー、なるほど。サバイバーにパーク通知出るんだ。解体。マジか。なるほどね。残り何秒ぐらいのカウントダウンから暗くなって、え、これもう日没発動してんの？余裕なんだけど。何が視界悪いですかって感じなんだけど。違法窓すぎる。
そうか。壊れるのか。何この建物、さっきなかったぞ。違法建物じゃん。ずっと姿見えるし。なんかあれだな、ワープしないでチェイスしてると一生日没来ないな。本体に戻るっていうチェイスができるね。なるほどね。今足遅いからな、ワープ構え中。本体の残像も見えるしなったら。どうなったこれ。残像をいたスタンしたらどうなった。消えたんだけど。この声には指向性ないな。めっちゃ見やすいじゃん、キラー。この能力意味ある？めちゃくちゃ遠くからでもキラー見えるんだけど。あれ、このジャングル新しいわ。新ジャングルだ。結構強そう。ロッカーにワープしました。ランダムロッカーワープ、もしかして抜け殻に板当てられると。トーテムどっかあるかな。なんかボタンを押した可能性はあります。なるほど。詳細はまだわからん。マジで暗くてガチでライトを照らすように使わないと見えないんだが。こんなところに発電機あるの見えなこれトーテム存在する？このマップ。待って、チェストがあるんだけどここに。嘘だろ。嘘だろ。嘘だと言ってくれ。トーテムが存在しないんだけど、このマップ。みんなもしかして壊しちゃったの？
小屋派生の強い窓枠。あ、これ届く世界一意味ない障害物見つけてしまったわ。なんやあのガードレール。トーテムないんだけど。トーテム壊したいんだけど。トーテムあるって。おう。これ壊したら発電機修理速度が負傷するまで 6% アップだっけで、アイコンが速くて、あ、本当だ。まあでも猫発動してる時より遅いぐらいで、秒数で言ったら 4.8 秒短縮だからな。まあ、これと逆境とかあったらまあ一人でも結構なアップだから悪くはないって気がするけど、どうだろうね。あ、いいっすよ、自力でやるんで。逆境あったら 15% アップか 9% と 6% だよね。だとすると1人70秒になるのかな。それぐらい発電機特化構成だったら強いかもな。てか今んとこなんか肝の能力が全然怖くないんだけど、どうしたらいいんだろうこれ。重複するんですかね。しないと思うけどな。トークンとか書いてないし。あ、足めっちゃ速く見えるわ、やっぱ。この柵根気通るな。くっついてると根気通ると思います。気をつけないと。うん。あ、これでダメージもらったから発電速度アップは終わりか。はい、クソ強建築。なんだこのチート建築物。スケスケの小屋やんけ。うまい。
残像残しテイストは確かに同じ場所のループでは使えそうだね。ちょっと変わろうか。じゃあなんとなく分かった。サバイバー側の目線は難しそう。これ強いんか。なんか肝の能力が残像サバイバーが触ったら消える。ああ、なるほど。ちょっとパーク自由で行ってみよう。新パークこだわらなくていいんで、普通にいろんな構成でやってみてください。まあ普通にありがちな構成でいってみるか。ちょっとマップが強すぎて徒歩死んでる気しかしないんだけどな。こんなんでいってみるか。殺人鬼の本能の発動条件、さっき見た感じだと日没中に自分が入っているロッカーの近くに寄ってきたサバイバーが見えるじゃないかな。こんな気がした。スナーアップとかあんのかな。相性良かったりすんのかね。ちょっと飲み物飲んでみます。始まります。マイクミュートしてやろう。ディスコだけミュートしてやりますね。
日没中は普通にチェイスした方がいいのかな。やべ、こういう行かれるわ。で、これで半分ぐらい溜まるのか。これ何秒間これでいけるんだろう。これさ、救助狩りできるよね、戻れれば。見える位置から。こういう使い方できるってことだよな。これ当たんないのマジ？いや、天秤はサバイバー対策簡単だと思うよ。だって救助前にあれに触れればいいだけだから。天秤じゃなくて救助される前に戻る能力だと思う、これは。サバイバーが原因に触れたら消えるはずだから、触れてから抜けば発動しないよ。発動しないっていうか戻れないよ。ほら、消えたでしょ。判定は別にどっちでもよくね。ああ、これこんな後どっちの方向向いてるかがよくわかんねえな。ちょっと分かりづらいところに置いとけばいい。ワープをいつ使うんだって話だよね。
こ抜け殻イタグルチェイスが、まあ、ちょっと可能性あるかなぐらいは見えたけど、あ、フック1本しかないんだが、こっち側。嘘でしょ。え？マップのこっち半分にフック1本しかないんだけど。だけどメメントできるんだった。長いんだよな、メメント。長っ。3回飛ばないと能力たまんないのきついな。こんな時間ないんだけどな。なんでもないロッカーに3回飛んでる暇ないんだけど。これしかフックがないな。今んとこただこの介護官のように見えるけど、どうなんだろう。コメント忘れてた。毎回忘れちゃう。入ってるロッカーの近くが見えるっぽいな。日没中。
ジで長いメメント。雰囲気あるな。夢落ち感あって。ちょうど目覚めた。強さがわかんないな。多分殺人鬼の本能の発動条件はあれでしょ。日没中に自分が入ってるロッカーの近くのサバイバーが反応するだと思うけど、ナナちゃんもやってたよな。新キラーカスタムやってる彼。公開になっちゃってんのか。サバイバー公開になっちゃってるな。貞子の方が強くねと思うんだけど、今やってる感じどうだろう。やってる感じ貞子の方が強いから、まあ、能力をもうちょっと面白く生かすのであればそうだな、サバイバーがなんかロッカーに入るメリットというか入んなきゃいけないみたいなのがあるといいな。ロッカーキャッチマックを持ってたけど発動できませんでした。なるほど。もういるところにワープのボタンを押した時点でキャッチ判定なのかな。夢落ちさせるメリットがないよね。今探知負荷になることぐらいしか。こんな感じでしてみるか。周りが暗くなるのでボロゴが来ててくれてもどこだか分かりづらい。いや、それはマップ覚えてないだけでしょ。別に20メーターぐらい見えるから分かるわ。マップさえ覚えてれば。日没中に能力でいたぐるフェイント。能力ため中のイタグルの駆け引きって抜け殻に戻る以外の選択肢も取れないって意味ないんだけど、解除して攻撃間に合うのかな。準備できたらもう一度行きましょう。OK。
ね、深手チェイスの方が見づらいね。ちょっと固有がウルトラ強いな。何にしても。窓枠あるのそこに。へえ。ここもジェイス使えそうだな、この車軍。強いな、ここ。やばいってフックの量。はこっちが1本しかないじゃん、マジで。無理か。さすがにこの過激じゃ無理だな。板グルはこの能力過激使えるな。今んとこチェイスで使えそうなのこれぐらいか。まあでもあれアーティストと対策一緒だから離れりゃいいだけじゃねって思うんだけど、チェイスコールから。そうだ。
違い窓すぎるだろこれ窓やばい。窓じゃあロッカー遠いと移動の時間めっちゃかかるな。そうだね、ジェネの近くのロッカー鍵かけとくといいですね。こういう移動は速くていいんだけどな。追っかけてみるか。これはあり。めっちゃ逃げてかしようとしたな。移動中も音は聞こえてたね。あの発電機の近くにロッカーがないんだけど。えっ、隣のロッカー開けさせられたんだ。
なんか塞がってるロッカー、何これ。あー、フック近くは飛べないんだ。なるほど。フック周りのロッカー飛べないんだね。あ、そりゃそうか。よくわかんないけど。立ち位置わかんないからやってみる。後ろにいて草。ロッカーが発電機近くにないと正直ワープしてる暇がないな。まあ今の試合はちょっと後付けで動画にしてもいいかなって感じではあるけど、ロッカー近くのジェネは序盤に回すのが対策になりそう。なんか対策の必要あるってぐらいの強さな気もするけど、今どうでしょうか。対策する必要あるかなんかこいつ。あ、ナナちゃんもう終わったのか。一応イタグルのあれは使えるけど、まあ、マップランダムでやっている。生存者全員が殺人鬼の本能の効果対象になる。日没中飛んだら常に見えるってこと？試してみるかな。ロッカーキャッチはさ、こいつ相手にロッ
カーインする人いないじゃん。まずそもそもロッカーインするメリットが一個もないから。あんなおまけもおまけだしな。そうだね。開幕のキラーの正体はロッカー見たらわかるしな。パークは今、あそこ使ってみてるけど、あ、ロッカー少ないマップ引いたわ。どうなるんだろう、これ。3トークン目でオーラが見えるはずなので、1、2で船に飛べばいいのか。なるほどね。あれロッカーインをしたんだけどマジか。意味ねえとこ飛んじゃった。あれついちゃうな。止めれるわ。これが対策だよね。戻るか。
なるほど。こういう使い方はできるな。危ねえ。解除しなくてよかったんだけど。ロッカー近くに釣って救助前に戻ってくるのが大事か。あー、地下行っちゃったんだけど、やばすぎる。飛ぶ判定厳しいわ。キャンプするしかなくね。こんな足押せー。これもでも対策されてないだけだもんな。オッケー、肉や刺さるね。ワープ中の足がもうちょっと速ければな。モメントできるわ。ワープ中というか能力ため中かの足がもうちょっと速ければな。ねえ。
板ぐりだけ対策されたら終わりそうだけどな。この次か一人。この駆け引きはまあえ今日一おもろいバグ出た。今日一おもろいバグ出た。何やねんこれ。あっちか。今 J さん出てこなかった。あ、そこか。これはおもろすぎるのよな。もしかしてこの上でめめると地下にいることになる。はめそう。いない。あ、そこにあるやん。見せられないよ。ま
まあどうだろうな。一応こいつ独特の強みはあるっちゃあるんだけど、チェイスもあれ対策簡単そうだしな。優待化中というか能力ため中に足が遅くなければケースでかなり使える能力だとは思うけど、さすがに遅いんだよな。まあ調整してほしいところで言うとそれくらいかな。能力ため中の足の速さを 4.6 にしてほしい。最低でも 4.4 にしてほしいっていうのと、あとはサバイバーがロッカーに入らなければいけない理由が欲しい。もしくはロッカーに近寄らなければいけない理由が欲しいな。あまりにもマップ依存度が高すぎる。さっきのペイルローズとかそもそも発電機の周りにほとんどロッカーないしな。まあとりあえずなんとなく能力は分かったので、まあ説明動画でも作るか。ちょっと皆様参加ありがとうございました。新キャラ使っていいですよ。新キャラとめぐみパーク持ってきてほしいな。なんか新しくパーク増えてたから、キラー側に。能力説明とパーク説明を取ろうかな。あとマップ探索の動画も撮りたいね。ちょっとご協力いただけると幸いでございます。時間があれば。難しければもう4人いなくても大丈夫なんで受けても大丈夫です。最低2人いればいいかな。イベントが取れれば。そろそろ落ちます。了解です。ありがとう。深夜に助かりました。深夜というか、こんな平日の朝6時によくみんな協力してくれるわ。本当ありがとうございます。皆様のおかげで僕の動画は成り立っております。本当に。2個並んでるロッカーワープするときランダムですか？多分ね、選べるっぽいんだけど、今選べなくて、バグらしいっすね。あれ、もうワンパークどこだっけ？これか。違う。なんで白外選んでんの俺。ちょっとね、ざっと能力まとめるわ。闇夜の支配、黄昏日没ね。特殊能力闇夜の支配って書いてあるけど、特殊能力ではなくない？
能力の総称が闇夜の支配ってことか。こういうパーク説明。ガーデン・オブ・ジョイはジョイの庭でいいのかな、日本語訳。あ、でもジョイはあれか、固有名詞じゃねえんだ。日本語訳喜びの庭って書いてあるわ。固有名詞かと思った。ちょっとじゃあ能力説明動画撮ろっかな。サバイバー固有パーク3つと癒しの輪持ってきてほしいかな。タレントのジョイじゃないよ。違ったか。最初はじゃあちょっと能力説明を取るので、まあ、適当に離れてどっかにいてもらえれば、ロッカー周りとかにいてもらえるといいかな。カラス飛ばないように歩きながら。板川市の新パーク、他のサバが負傷しても板割れるらしいですが、バグですかね。いや、バグではないんじゃない？通知出るし、みんなに。よし、じゃあちょっと録画しつつ、キラー能力説明とキラーのパーク説明、サバイバーのパーク説明を取って、一旦切って、サバ目線でマップ紹介しますわ。そんな感じで進めますのでよろしくお願いします。うまいこと指示通り動いていただけると助かります。パークが見つからない。マジで。パーク探すの大変だよね。リセットできると書いてあったけど。書いてあった、言ってたけど。今回はでも6周年の発表が多いから、動画にすることいっぱいあるな。この状態で変えれば、なるほどね、もうできるんだ。はい、
ココピーさんありがとうございます。鎧の巨人がセンシティブにならないか心配です。私も心配です。よし、ちょっとしばらく収録モードになるのでコメント読めませんが。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。やってまいりました。新キラー、ドレッジというキラーでございます。マップも新しく久しぶりに追加されましたね。喜びの庭というマップでございます。この建物が象徴的だね。で、雰囲気はランプキーに近いかなって感じのマップなんですが、マップ紹介は別でまた撮るとして、今回は、新キラー、ドレッジの能力、固有パーク、新サバイバー、ハディ・カウルの新パークについて説明の動画としていきたいと思います。で、ドレッジなんですが、こんな感じの攻撃モーションだね。異形の存在という感じで、体が霧で覆われてますが、かなり背は高くて、ネメシスぐらいあるんじゃないかな、身長。ただ、足音というか、足のモーションがなくて、足元霧なんで、移動はサバから見ると結構速く見えますね。で、信用範囲は32メートル、通常キラーと一緒で、足の速さも 4.6 メートル毎秒となっております。で、まずドレッジの能力説明なんですが、またね、ちょっとややこしい能力のキラーとなっておりますので、理解頑張ってしていきましょうと。まだ自分も把握しきれてないところがもしかするとあるかもしれませんが、なんか気づきがあれば補足コメントいただけるとありがたく思います。まず特殊アビリティ、最近某アニメで話題の名前ですが、黄昏というアビリティがありましてですね、能力ボタンを長押しすると黄昏が発動しますと。でこの状態だと、ゆっくりの移動速度で移動ができるんだけど、これサバイバーから見てる目線としては、なんか見た通りこの抜け殻が残ってて、で自分の見た目はほぼそのままで、足だけ遅いっていう感じで移動できますと。でこの状態で何ができるかというと、今ロッカーがいろいろ光ってると思うんですが、ロッカーにワープをすることができます。どっか指定して飛びますね。で左下にトークン数、最初3だったのが今2になってると思うんですが、トークン分だけ止めるんで最大3回かな。アドオンで増やしたりもできるんですけど、3回飛ぶことができますと。で飛ぶか出るかみたいな感じですね。でサバイバーがロッカーから出てくるときみたいな感じで、ロッカーから飛び出して、奇襲をすることができるよという能力でございます。でもう一つ、ロッカーに飛ぶ以外にも選択肢があって、何かというとこの抜け殻ですね。抜け殻に戻るっていう行動ができます。なんか山岡林味をちょっと感じますが、っていうのができるんで、一応一箇所同じこういう板ぐるポジションで板ぐるをしてくるサバイバーに対しては、こうやって抜け殻を置いといて、こっちから追い詰めて、で抜け殻の方に行くなら抜け殻に戻るし、行かないんだったらこのまま解除して殴るみたいな、挟み撃ち施的なことはできるのかなと思いましたが、いかんせん移動速度が遅くなるんで、この間、別のポジションに離れるとか、アーティスト的な対策は広まったら結構簡単にできそうかなって気はします。はい。でここまでがまず、1つ目のアビリティ、黄昏の能力ですね。であとはドレッジがキラーだとですね、ロッカーにこんな感じで鍵が併設されるんですよね。
でこの鍵サバイバーはワンボタンで閉めることができます。で鍵閉めるとどうなるかというと、ワープしてきたドレッジが、飛び出してくるのにちょっと時間がかかると。なんで発電機やってる近くのロッカーとか閉めとくと、まあ、ちょっと安全かなって感じですね。来ても出てくるまでに、出てくるのが分かるんで。でドレッジは一回そのロッカーの中から鍵を壊して飛び出る、もしくは鍵がかかっているロッカーを殴ると鍵を壊すことができて、そのマッチ中このロッカーの鍵は壊れたら復活しません。なんで1ロッカーにつき1回までかな。はい、というのが黄昏のアビリティでございます。でもう一つ特殊アビリティ、日没というアビリティがありまして、こっちが、無傷の生存者を負傷させるか、生存者をフックに吊るす、またはテレポート能力を行うと日没メーターが進行すると書いてありまして、日没メーターというのは今左側のアイコンの周りに出てる白いメーターですね。まあ、フレディの夢打ちメーターみたいなイメージかな。通常だとかなり進行が遅くて、まあ、サバイバーを負傷させるとちょっとずつ進行が速くなるという感じですね。で、黄昏を使ってロッカーワープしてる時に一気にメーターが溜まっていくので、それがメインの、日没メーターの溜め方かなと思います。メーター見といてくださいね。ワープ中は結構目に見えてメーター溜まってるの分かりますね。でサバイバー目線からは、今能力発動直前のこの状態になるまでメーターどれぐらい溜まってるか分かりません。で今この状態が、能力日没が発動している状態となってます。画面の右側を見てもらうと分かる通り、ドレッジは探知不可の状態になりますね。なのでサバイバーにはドレッジからの心音が聞こえないという状態になっています。でサバイバーの画面、これは後でサバ目線やった時に見せますが、かなり暗くなるので、まあ、20メートル先以上かなより遠くぐらいがほとんど見えなくなります。ただキラーの姿自体はですね、今キラーからサバイバーがこう白くハイライトして見えているように、白いハイライトで見えるので心音自体は聞こえないんですが、まあ、ドレッジの存在自体は割と知覚しやすくて、まあ、深手の治りかけというか終わりかけに比べるとそんなに視界が悪いわけじゃないんで、今のところそこまでチェイスに影響するような視界の悪さではないかなという感じですね。でそれ以外にもこの日没時間中にはいくつかいいことがあって、メーターが溜まっている間、日没時間中は、テレポート能力使った後のクールダウン時間が短縮されたり、あとはロッカーからロッカーにワープするテレポート速度がアップします、っていういいところもありますね。なんで、基本的なドレッジの立ち回りとしては、ロッカーワープをして発電機探知なんかをしつつ、サバイバーを索敵して、でワープでのテレポートで、日没メーターを貯めていって、日没時の、探知不可状態を使って奇襲をするなり、サバイバーが心音感じづらい状態でチェイスをするみたいな使い方になっていくのかなと思いますね。で板繰りをするときは、こんな感じで抜け殻チェイス使ってもいいですしっていう感じかなと思いました。はい。今のところデモゴルゴンとか貞子とかフレディとかいろんなキャラの能力からちょっとずつ要素を取ってるようなイメージなんですけど、いかんせん使ってみた感じね、索敵力、遅延力、チェイス力どれかやっぱ飛び抜けてないとなかなか難しいかなという感じはあるので、チェイスで使える能力ではあるんですけど対策されやすいというところと、あとはテレポートがロッカーしかできないからマップ依存度が高いっていうところで、サバイバーも、日没中でも意外とちゃんとドレッジの存在はチェイスできるぐらいには視認できるっていうところを考えると、ちょっと今のところもう一歩調整が欲しいキラーかなという気もしますね。試合動画もまた近日出そうと思いますが、アドオン自体は結構強い効果の能力が多かったので、アドオンの能力が強いキラーって総じて強いんでね、その辺ちょっと基本能力いじってくれると結構いい調整になるんじゃないかなと今のところは感じております。新しいタイプの能力のキラーなので使ってて面白さはありますね。はい。というわけでざっくり、新キラードレッジの能力説明してまいりましたが、あと1個だけ忘れてた。これ使えるかと言われると実戦で難しいんだけど、
日没中ですね。ちょっとまずメーターを貯めましょう。そこにいるな。これが鍵閉まってる状態ね。こうやって壊すことができます。サバイバーの方、そしたら共通小屋、そこの小屋にいてもらっていいですか。ロッカー近くにいてもらえると嬉しいです。もう一回ぐらいワープすればたまるかな。これやっぱ負傷させないとなかなか能力たまんないですね。ワープだけだと2、3回この3連続ワープしないとたまんないから、こんなことやってる暇試合中にないんで、なかなか。そろそろ日没が始まるんですが、さっき言ってもらった小屋のロッカーに飛んでみましょうか。はい、こんな感じで。あ、しゃがむと発動しないんだ。ちょっと立って戻っていいですか。あ、そうそうそう。日没中にドレッジが入っているロッカーの近くのサバイバーが殺人鬼の本能で見えるという効果がありますね。まあなかなか狙って発動できるもんじゃないけどね。ちなみにサバイバーが入っているロッカーにワープしてきたらそのまま自動的にキャッチ判定になります。でドレッジが入っているロッカーをサバイバーが開けた場合もキャッチ判定になりますね。開けてもらっていいですか。こんな感じの不思議な判定ですが、まあこれも試合中にドレッジが入ってるロッカー開けてくるサバイバーなんていないだろうから、まあ、一応こういう仕様ですよってことを理解しておく程度でいいかなと思います。はい、それではここまでで、ドレッジのアビリティ黄昏日没について説明をしてまいりました。ちょっとややこしい能力なんで、まあ、使っていくうちにもう少し理解が進むかなと思いますが、ではここからまず新キラーのねこういうパークの説明をしていこうと思うんですが、その前に今回パーク4つつけてるじゃないですか。で全部見たことないですよね。これ何かというとキラーの共通パークが1つ追加されました。ちょっとどっかのトーテムをサバイバーさん恵んでほしいんですが、恵めるトーテムありますかね。この下の共通パークから説明しましょう。共通パークの名前が、砕かれる希望というパークでですね、まあ、恵みトーテムを鎮圧するときに、鎮圧したらそのままトーテム破壊できるようになります。で恵みのトーテムを破壊すると恵みトーテムの範囲内にいる生存者のオーラが8秒間表示されるという、まあ、キラー共通パークですね。まあ、ただサバイバーが恵みパークを持ってきてるかどうか分かんない状態で1パーク潰して持っていくほどの余裕はキラーにはないので、まあ、正直デフォ能力にしてほしいですね。共通というよりはデフォルト能力化してほしい。あ、壊れましたね。でオーラが見えると。なるほど。はい、という共通パークでございます。では、ドレッジの固有パーク見ていきましょう。まず、上のパーク解体というパークですね。これが生存者をあらゆる手段で負傷させた3秒後から20秒間発動するパークとなります。で解体が発動している間、生存者が脅威範囲内でパレットを乗り越えると、乗り越えが終わった後にエンティティがパレットを破壊しますという効果でございます。まあどういう感じかというと、まあ、板ぐるしてるじゃないですか。で一発殴るじゃないですか。で板倒されて、で発動してる状態で板乗り越えをさせるとこういう音量みたいな使い方ができるという感じですね。まあ、ただ発動時間がやっぱ結構限定的。攻撃当ててから3秒後から20秒間っていう限定的な時間だということと、板1枚分しか発動しないこと、まあ、あとクールダウンがあるみたいないろんなことと、あとねこれサバイバー目線でやると分かるんですけど、この解体が発動してる間ってサバイバーの右下に解体のアイコン出るんですよね。なんで今板飛び越えると壊れるよっていうのがサバイバー全員分かるんで、
っていうのも合わせるとなかなか使い方難しいんだけど、追い込める場所によっては使えるシーンはあるんじゃないかなっていうパークだと思います、今のところ。はい。では次、こういうパーク2つ目、左側のパークかな。露見する闇というパークですが、これはロッカーを開くと全てのロッカーから8メートル以内にいる生存者のオーラが5秒間表示されますと。で、ロッカーの中にいる生存者は対象とならないクールダウン30秒という効果でございます。皆さんどっかのロッカーの近くに行ってもらっていいですか？お、鍵かかってるな。ロッカー開けると近くの生存者がオーラ表示されると。ロッカー開けるとってこれ多分ね、ドレッジがロッカーから出た時も開けた判定になるんじゃないかな。ちょっとそれも試してみようか。せっかく自分の固有パークだからシナジーがあってほしいですね。しばらくサバイバーの皆さんロッカー周りうろうろしといてください。ちょっとクールタイム明け待ちます。OK、クールタイム終わったので、ロッカー近くにいてもらって、ちょっと飛んでみましょう。あー、ダメっぽい。ダメなんだ。これはロッカーを開けるという判定にはならないそうでございます。難しいな、このパークも。パーク1個持ってくレベルのパークではないかな、今んとこ。っていう気がしますね。はい、では最後。右の固有パークですね。腐敗の気配というパークでございます。これは脅威範囲内で、治療アクションを行った生存者が目くらましおよび疲労状態になると。で、何らかの理由で治療アクションが中断された後も、効果が10秒間持続するという効果でございます。さあ、心音範囲内で回復モーション入れると、これやめた後もう10秒間は疲労プラス、目くらまし状態という感じのパークでございますね。肉やナスコとかと合わせてもいいのかなという気はしますが、あくまで目くらましで探知負荷ではないので、これもピエロ恐怖症を持っていくならこっちでもいいかなみたいな、そんな感じな気がしますね。はい、ではこんなところでまず新キラドレッジの特殊アビリティ黄昏日没の説明、新パーク解体露見する闇腐敗の気配、さらには共通パーク砕かれる希望の説明でございましたので、最後ちょっとメメントモリお見せして終わろうかなと思いますね。じゃあちょっと2回散らせていただきましょう。じゃあちょっと見晴らしのいい真ん中あたりでやりますか。ではこの後はサバイバーのパーク説明に移りますので、とくとご覧あれ。はい、ありがとう。じゃあサバイバーやります。どうっすか？聞いてた感じ分かりました？みんな。今の説明。ちょっと一気に喋りすぎたから水だけ持ってきます。ちょっと待って。
よし、やるか。あれ、キラーが2人いるな。インナーフォース、残像の権限、過剰な熱意か。うん。あ、どっちかキラーお願いします。超燃えるゴミさんがいいかな。さっきやってたし。やりましょう。ドレッジと遭遇するっていう、あれ出てるな。いつもの説明。今日一生編集だな、これ。はい、再びやってまいりました。喜びの庭でございます。新サバイバー、ハディ・カウルさんですね。ちょっと正面向かせるの難しいんで、全体的なデザインは、ストアのとことかの画像で見るといいかなと思うんですが、女性キャラクターですね。髪色かっこいいな。で、腕にいろいろと傷跡があるんですけど、エンティティにすごい近い存在として、霧の森のエンティティの世界と現実世界の狭間にいた人なのかなに近いところに触れられる人らしいですね。で、昔からなんかエンティティ世界の怪物と戦っていて、こういう腕に傷があるという歴戦の猛者感のあるサバイバーでございます。では早速ですが、こういうパークの説明をしていきましょう。まず右のパークですね、ドクロが上についてるパーク、これがインナーフォーカスというパークでして、32メートル以内で他の生存者が残した赤い傷マークを見ることができます。で、自分の32メートル以内で他の生存者が1段階ダメージを食らうと殺人鬼のオーラが5秒間見えるというパークですね。キラさん、真ん中あたりの道路来てもらっていいですか。で、そのライト持ってる人が、僕じゃないサバイバーさんなので、こっちのサバイバーさんをその辺で殴って走ってもらっていいですか、どっかに。はい、こんな感じで、自分の近くでサバイバーが攻撃を受けると、キラーのオーラが5秒見えると。で、味方の足跡も見えるっていう感じですね。はい、そんな感じです。めっちゃ強いかと言われると、これも、って感じではある。次2つ目のパーク。これがね、強そうなんですよね。左側のパークなんですけど、残像の権限というパークでして、何かというとですね、まず、1ってトークンマークが書いてあるんだけど、査定みたいな効果があります。1回開けた箱の中をさらに漁ることができて、これ多分1マッチ中1回だけかな。当たると確定で黄色ライトが出ますね。なんでライトを箱から出せるパークっていうのがまず1つ目の意味合いで、
もう1個効果があってですね、殺人鬼を目くらましすることに成功すると、殺人鬼が30秒間目くらまし状態となりますと。で殺人鬼の目くらまし状態ってなんやねんって話なんだけど、ライトが入った状態ではなくて、サバイバーの目くらまし状態って一緒ですね。いろんなもののオーラが見えなくなる、発電機とかフックとか、サバイバーのオーラが見える効果のパークがあったら、サバイバーのオーラも見えなくなります。っていう意味の目くらましが30秒続きますね。なんでライト救助をするのにすごい向いてるパークかなと思うんですよね。ライト持ち込みサバイバーがいるときってキラーはすごいライト救助警戒するんでなかなか決めづらいんですけど、こうやって箱から引いたライトが一番ライト救助決めやすいんですよね。警戒心が薄いから。でライト救助しに行って、実際こう担がれるときにライト当てに行くと思うんですけど、成功したら成功したでよしで、失敗したとしても、要はライト入れるのが早くてスタンは入ったんだけどサバイバー落とさないみたいな状況になったとしてもフックの位置が見えなくなるんで、ワンチャンつらせずに済むことができるのかなという効果もあるので、例えば室内マップとかねラクーンとかでそういう状況になったら、たとえライトキュート失敗してもスタンさえ入ればフックを見失うっていうメリットがあるので、意外といいパークなんじゃないかなと思いますね。箱からライト引けるっていうのはすごくサバイバーとしては助かるパークだな。次ラスト、どっかトーテムありますかね。トーテムに関連するパークなんですが、トーテムを探そう。あった。ありがとうございます。最後ですね、過剰な熱意、上のパーク、トーテムを浄化すると過剰な熱意が発動します。発動中、発電機の修理速度が 6% 上昇。過剰な熱意はあらゆる手段で1段階ダメージを負うと効果が終了しますと。で今、上のパーク光りましたよね。パークアイコンが光った状態なので、1人で発電機修理をするときの速度が 6% 上昇しますと。6% 上昇っていうと1人で発電する時の秒数が 4.8 秒減少かな、短縮になるので、トーテム壊す時間が15秒だからプラマイマイナスなんですよね。なんでそれだけだとって気がするんですけど、逆境魂とか猫とかね一緒につけると、1人で 15% とか 20% 以上タイミングによっては、発電時間短縮できることになるので、そうすると結構強いパークなんじゃないかなと思いますね。ただトーテムを壊さないといけないというのと、キラーに殴られたら効果終了するで、この2点がデメリットですけど、デメリットに見合うだけのメリットはあるのかなという気はしますね。はい。ということで、新サバイバーの、ハディ・カウルの新パーク、インナーフォーカス、残像の権限、過剰な熱意という3パークの紹介でございました。というわけで、今日の動画は、まず、新キラーのドレッジ紹介とサバイバーパークの紹介まで終えましたので、一旦ここで締めようと思います。また別の動画でですね、マップの紹介だったり、実際使ってみた試合動画だったりも上げていこうと思いますので、参考になったよという方はぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日は一旦お疲れ様でした。またね。さあ、とりあえずこんな感じかな。ありがとうございます。じゃあちょっとマップの説明を取りたいので、他にサバイバーでいきます。スタグレでも同じ効果あるんじゃないかな、多分。ライトのが当てるの簡単ですけどね。うちのフェンミンのプリセットができるじゃないか。
マップ紹介フェミンこれだったっけこれだった気がする。あ、プリセットあるのに毎回外しちゃった。もったいね。箱でしょ？オポチュニティでしょ？誰か手札公開持ってきてもらってもいいですか？あ、そっか。サバイバーから見た日没の映像撮っとかなきゃダメか。ちょっとじゃあそれだけ撮るか。いい気づきだ。ありがとう。あ、地雷は相性いいかもな。確かに。あ、シーズさんありがとうございます。お疲れ様でした。過剰な熱意、弱音、逆境、鋼とかだったら常時 15% アップ。まあ、ソロ発電マンとしては強いよね。まあ、ただその状態でデッハ持たずに、どれだけ試合立ち回れるかっていうのは難しいところだけどな。相手ステルスキラーだったらやばそう。マイルゴミさん、とりあえず開幕からバンバン飛んで能力貯めてもらって、消耗さしといた方が早いのかな。まあいいや、とりあえず飛んだ方が早いでしょ。なんか遠めのロッカーに飛んだ方が多分早く溜まると思います。くまさんおはようございます。ビッフェさんもおはようございます。ちょっと挨拶全然読めてなくてすいません。皆さんおはよう。ロッカーの鍵かけるのね、一瞬ですよ。ロッカー鍵かけます。鍵かけたロッカーは入れなくなりますね。鍵壊されるまで。まあ、キラーがドレッジだった時はロッカー見たらこうやって鍵が光ってるから、もうこれだけでキラー特定できますね。もうしばらく活動かかるかな。はい、この音が日没発動のちょっと前の合図かな。ドレッジ目線でメーター9割ぐらいだった時の合図です。そろそろかな。はい、これが日没状態ですね。視界32メートルぐらいかな。多分ギリギリ心音範囲ぐらいまで見えてると思います。でその奥が見えなくなると。ドレッジさん、僕道路の真ん中にいるんでチェイスしましょう。はい、で意外とねこんな感じでしっかり見えるんですよね、キラー。探知不可だから心音はないんですけど、なんか武器めっちゃ長く見えるな。痛い。
攻撃の距離感つかみづら。ちなみにこれマップ説明で今からやりますけど、このマップマジ違法建築なんで、これスーパー違法窓です。違法窓その2。マジの違法窓。これ多分抜け殻残してる。はい。OK、とりあえず映像撮れたからいいや。ありがとう。ぶっ壊れてるよな、こういう。全く追う気がしないんだけど。大根さん、手札交換お願いします。ちょっとマップが見やすくなる系のパークなんかあったっけ？ロッカー飛んで探知は殺人鬼の本能だからオーラじゃないと発動しないっすよ。ディストーションは。ムシャさんおはようございます。地雷持ってきます了解。強行手段ぐらいか。キラーレイスがいいかもね。レイスにしましょう。お願いします。6周年情報の動画はちょっと別で作るんで、それを見てほしいんですけど、プレステージはリセットされなくなるらしいですね、パークとかが。特典のあれはもらえると。1枚入れスキンはもらえると。で、3周以上もいけるようになるらしいんだけど、その特典はまだ判明してなくて、みたいな感じですね。あとはプレステージ回すとそのキャラの、こういうパークが他のサバイバーもしくはキラーにも全員に付与されると。取らなくても他のキャラでっていうことになるらしい。ライト当てられた時のキラーはいつも通りですね。で、フックと発電機のオーラが見えないってだけです。はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。久しぶりのマップ紹介フェンミンさんの出番でございます。新マップが来たので、喜びの庭を見ていこうと思います。で、他のマップの時もそうでしたが、
まあ、あくまでまだ PTB のマップですので、まあ、本実装されてから調整が入るかもしれません。という前提で、まずぐるっと見ていきましょう。で、マップの、まず大枠外周のイメージから見ていこうかな。道路があって、まあ、固有の家が正面にある状態で、どっから見ていこうかな。まずは建物の中入らずぐるーっと周りを見ていきましょうか。あっちの共通小屋の方から見ていこうかな。手前にジャングルがあって、でジャングルもね、ちょくちょく形変わってますね。まあ、基本的な構造はいつもあるっぽいジャングルなんだけど、少し形が変わっている。で、まず右下、まあ、あっちを上としておきましょうか。そしたら右下に共通小屋があると。だいたい正方形に近いマップかなと思いますね。マップの外側はなんかこの崩壊した街というか岩が浮いているというか、エルデンリングやった方ならわかるファルムアズラ感というか、もしくはラダーン感というか、そんな感じですが。で、ぐるっと回って、ちょっとね、マップの端が分かりづらいね。壁じゃないからいつもみたいに。これはなんか窓枠だけついてるというのオブジェクトかながあって、マップをずーっと今右側の上を登ってる感じですね。ここにも右上にもジャングルがあります。このジャングルは昔からあるかな。で、こういうの裏通りましょう。裏側はまあそんなにスペースないかな。で、裏通って左奥に抜けます。こんぐらいのスペース感だね。で、この固有の建物が、この六角形、八角形か。の、ここに窓枠があるこの建物と、場所で言うとどこかな。クロータスプレアサイラム、ディスターブドウォードにあるっぽい、なんか植物ハウスみたいな。ガラス張りの、なんか長方形の建物があることがあるんですけど、そのガラス張り長方形の建物めっちゃ強いですね。ちょっと後で弾けないかやってみましょう。板がない小屋の代わりに、お互いの姿がずっと見えるみたいなオブジェクトなんで、すごい強いです。ほぼ確定で窓枠3周飛べる。で、マップの左側をずっと降りてきまして、で左下のこの部分は多分固定じゃないかな、この巻き方。駐車場があって、車のここに板と、ここに窓枠がある。多分固定っぽい。で、ぐるっと戻ってきて、まあ、最初の板位置の南側らへんかなに戻ってきましたと。なんで、ジャングルが1、2、3、4つぐらいあるのかなっていう感じでございます。じゃあ、固有の中を見ていこうと思うんですが、この固有がね、またすごいことになってるんですよ。1階から見ていきましょう。まずここ窓枠で入れますね。まあ、純粋にこうを使ってもいいし、この駆け引きしてもいいし、こっちから飛ぶよりは、多分外から入ってきて、こう飛ぶか、中から飛ぶんだったら、こっちに回るべきかな。っていう使い方ができそうな窓枠です。で、1階のバルコニー右側かな。ここ一通板だね。これ倒したら殴れないんで強い板ですね。で、さらに、なんと1階にはもうぶっ壊れ窓枠が2個ありますね。まず特徴的なのは、入って、暗い部屋抜けたこのテーブルのある部屋のこの窓枠、これめっちゃ強い。着地工事もほとんど入んないですね。まあ、周回ルートとしては、こう回って、キラーついてきてるのをちゃんと確認して、ここまで見といて、部屋入ってきたら飛べばいい。まっすぐ追うなら3周いけるし、反対回られたら、裏から入って、まあこう飛んでもいいね。これも入ってくるの見てからで間に合うんで。まあ強いです、この窓。着地硬直ほとんどないのがえぐいね。次、反対側、左側にも窓がある。あ、なるほど、ここ2択だな。今回ここに開いてるんですけど、この窓ね、多分こっちも開く可能性があるね。ここ。
あと暗すぎだな。クローデットじゃなくても見えん。ここにも窓枠が湧く可能性がありますね。でこっちの窓飛んだら、まあ、外出てこの板使ってもう一周行くみたいな感じかな。この窓は確定だったかな。ちょっとまだ不安ですが、一回窓枠3個っぽいですね。まあ強いね全部。で地下が湧く可能性があるのはこの1階の入った階段の裏、ここですね、多分。こっちかな。まあ、この辺に地下が湧いてました。今回は共通具合にあるってことでしょう。では2階登っていきましょう。2階もまあ暗いんですわ、これが。ここから下に降りれるっていうのと、その下に窓枠があるときはここを降りて下の窓使ってもいいんだな。2階のバルコニーが結構広い。バルコニーというかまあ屋根の上か。結構広いね。まあ、この窓強いかと言われると、2階からはやっぱり着地工場がどうしても入るから、まあ、そこまでって感じではありますが、ちょっと回れて、ここ破壊可能壁だね。奥の部屋も、ここが窓枠か。この左の窓とこの窓固定かな。固定だと思います。強いね。まあ、ここまで来れればだけどね。飛んだら着地工場帰るから、そんなに距離は縮まら、開かないと思いますが、まあ2階も全然逃げれるかな。あとここの部屋まず衝撃の暗さなんで、一切見えないね。ここに箱があることを知って驚愕しましたね、最初。多分この箱固定脇だと思うんだけど、細取らなかったらまあ見つかんないわ、この箱。で2階のね、この赤い部屋、ここに発電機、これ固定脇じゃないかな。毎回湧いてた気がするんで、まあ、これやってる時とかは、キラーが来たら窓から逃げるって感じかな。はい。というわけで、マップ一周ぐるっとして紅葉を見てみましたが、まあ大体ちょっとマップの板もね、雰囲気見てみようか。この辺の庭の板はそんな強くないかな。結構視界が悪くて、でもまあそこそこ周回距離はあるな。板グル上手い人だったら使えますね、普通に。レイス君ちょっと板壊さずに置いといてもらって。全部倒し回りますよ。強行手段あるんで。ジャングルの板、もう同じぐらいの周回の板かな。まあざっくりやってた感想としては、板は全部そこそこ強いかな。これとかはそうでもないけどね。ちなみにこの、ガードレールの上攻撃通るんで、この板は、注意ですね。インコースもあると殴られるし。で、小屋があって、これゲートだな。庭部分の板は大体似た感じだな。こんぐらいの周回距離に板があると。これいつものジャングルのちょっと形違うバージョンだね。ここから入って本来ここに窓があると思うんですけど、ちょっと左ずれてますね。新しい形のジャングル。ただこのジャングル背が低いんで上からキラーの頭見えるんですよね。フェイント効かないからちょっと凶悪。ここにもあって、ここにもあって、結構多いな、板。この板も強いね。車周りの板は基本強いですね。ジャングル板で、これ山岡邸とかにあるジャングルかな。これも庭の板と。全部倒したかな。ここにも1枚あるわ。ぐるっと数えてみよう。1、2、3、4、5、6、道路の真ん中倒してないな。7、8、9、10、11、12、13、14、15、
16枚かな。まあ普通かちょい多いぐらいの板かな。シェルターウッズ10枚ぐらいなんでちょっと多いぐらいかな。まあ広さ的にもそこそこ広くて、デフォルトで非常に視界が悪くて、でかつ固有の窓枠が非常に凶悪という感じのマップですので、まあ、ざっとやった感じ、相変わらずこれは徒歩キラー殺しのマップだなという印象がありました。というわけでこのマップもね、まだ PTB ですので本日層で調整がどうされるか分かりませんが、もう少し窓枠の強さね、減らすか、窓枠の横に破壊の壁つけるか、窓枠塞ぐかぐらいはしてほしいなと思いましたね。ちょっと固有の建物、あれじゃないバージョンのやつを引くまでちょっとやってみるのと、地下室の場所を引いてみようと思いますので、一回マップリロードして、最後それの紹介して終わろうと思います。では、一旦、このパートは締めますので、最後おまけでつけてるその部分だけ見て、ぜひ最後まで見ていってください。では、マップ紹介フェンミンさん、一旦出番お疲れ様でした。OK、ちょっと別パターン聞かせてください。ランプキン、結局ね、ナースにはいい調整だけど、徒歩死ぬけどね、マップ相変わらず。キャンプが刺さんなかったら終わりみたいなマップだな、今のランプキン。まあ、昔からそうか。さあ、弾けるかな。ここでキラーやりたくないよね。マジしんどい。新キラーどうでしたか？難しいからまだよくわかんないんだけど、今んとこあんま強くなさそうって感じではある。お、あった。ここに窓枠のパターンだね。あと固有の建物が空いてるわ。で、地下が、ここですね。階段の真裏か。真ん中部分。ここに湧いてるパターンですと。さっきの紹介はあそこが窓枠だったんだけど、こっちが窓枠ですと。でこれがスーパークソ強固有建物ですね。こっち回ってこう飛べばいいんだけど、どうフェイントかけても姿ずっと丸見えなんで、まず3周飛べます。で、周りに板もあるし、派生ができる。レイス君ちょっとチェイスしますか？マジ何をどうフェイントかけても3周回れると思う。お、届いた。まあでもここからいくらでも板発生できるからしんどそうではある。まあ逆回りフェイントで窓枠飛ぶのちょっと躊躇したらもらうかなぐらいか。基本は見えちゃいますね。
まあ、レイスだったからちょっとだけ見づらかった感あるけど、ドレッジとかシンキラーは体でかいからよりよく見えてたな。ちょっとこう重なった時見づらかったね、今のレイスだと。はい、そんな感じで、新マップおまけ部分も紹介しましたので、改めて締めようと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。これで能力紹介取って、マップ紹介取ったでしょ？ 6 周年記念放送まとめはちょっと明日かな、作るの。で、試合動画もまあいくつか撮れたから、とりあえず動画にはできそうか。今からちょっと編集地獄頑張りますわ。頑張って出そうと思いますので、皆さんはよかったら動画の視聴もお願いいたします。どうしようかな。ちょっと集中してやるために Twitch でもやりながら編集しようと思うので、まだ雑談し足りないよという方は Twitch の方で編集雑談にお越しください。では、深夜から公式放送を見て、いろんな新しい発表があって、PTB 新キラー見てと、長い一夜でございましたが、僕は今から編集しようと思いますので、皆様も平日、水曜日、頑張って一日やっていきましょう。では、ありがとうございました。改めて、まだの方、最後に高評価、チャンネル登録いただけますと幸いでございます。じゃあ、雑談し足りない方は Twitch の方でお会いしましょう。お疲れ様でした。参加した皆さんもありがとうございました。お疲れ様です。またお願いします。